僕は楊慶華。小さい頃両親が死に家は没落。パソコンの修理を請け負って細々となんとか生活を送ってきた。近所の人につけられた愛称はパソコン王。きっと神様はそんな暮らしを気の毒に思い、僕をトラックに引かせ新しい役割を与えたんだ。この国は未来の大実業家を一人失ったね。よう慶華、生前飢えてたのか？死ぬ前の3日間何も食べてなかった。腹が減って当然だ。汚いぞ。品よくしろ。彼は丹木木、陰と陽の均衡を保つ陽明師で、僕はその英霊だ。古文ってとこだね。品よくしろだと？黙って食事するなら丸太を相手に一人で食べてるのと同じじゃないか。おならもゲップもしないだけマシと。次から家族たちを呼ぶ。ねえ慶華、人仲良くしている？一緒に寝ることに慣れた？掛け布団を蹴飛ばしたりしていない？寒ければもっと掛け布団を運ばせるわ。勘弁してくれ。丹木木は固い男だけど、彼にできないことは何もない。頭もいいし家事もこなせる。妖怪退治もできてゲームのヒーローみたいだ。完璧すぎて日が見たくなる。あんたの英霊になって長いけど何も教わったことない。訓練とかしなくていいのか？私は飲み込みが早い。教えるのは苦手だ。なんて嫌味なやつなんだ。とにかく僕は強くなりたい。師匠に勝っただろう。十分だ。ダメだ。せめてあの赤毛に勝ちたい。ほう、いいんですか？わかった。あ？え？今日から陰鉄に弟子入りしろ。なんだって？おい、何の冗談だよ。こいつは陰鉄、陽子だ。丹木家の裏山の主で強いことは強いがつかみどころがない。なあ丹木家、本気で言ってるのか？陰鉄はかつて英霊だったし、お前はこいつに勝ちたいんだろ。だから適任だ。もし断ると言ったら？私に負けたお前に断る権利はない。私は戻る。あ、二人でうまくやれ。丹木家。こいつに教えたくない。キーちゃん、本当に置いてくの？陰鉄様はともかく他の妖怪に狙われる。なんで自分で教えないの？実力も知識もあるし、一番適任でしょ？時間がないんだ。時間がない？赤毛の野郎、何が基礎練だ。こんな練習させやがって。霊体に筋トレなんて必要ないだろう。絶対嫌がらせだ。止まれ！立ち上がれ！もう逃げられないぞ。やめろ！僕の縄張りで勝手な真似をするな。またお前か。そいつは妖怪だ。妖怪同士のことに首を突っ込むな。女の子をいじめるな。どうやったら女に見えるんだ？とにかくここでは僕がルールだ。陽明師と陰鉄様がいなけりゃボコボコにしてやるところだ。戻るぞ。あはいはい、いつでもどうぞ。気をつけて帰れよ。君はここの妖怪じゃないよね。陽明師の敷地だし帰った方がいい。助けてくれてありがとう。お兄さんは？教えてあげよう。僕は陽明師の英霊さ。今の陽明師様は歴代最強って聞いたよ。本当に陽明師様の英霊？おい、バカにしてるのか？そこでよーく見てろよ、僕の実力を。
こよく決まったな。英霊さんすごい。今日から古文になるよ。何でも言うことを聞く。へへ、僕の凄さが分かっただろ。すごい。そうだ、英霊さん、陽明師様と親しいなら僕にも会わせてくれない？お、タンムクキに？陽明師様に頼みがあるの。でもダメなら別にいいんだ。陽明師様は怖い人かもしれないし。大丈夫、気さくな人だし僕に任せておいて。よかった。やっぱり英霊さんは頼りになるね。断る。なんでだよ、あんた話の分かる人だろ。初めて言われたぞ。キーちゃまの意見ちょっとでいいからさ。キーちゃまって本当はフレンドリーじゃん。フレンドリーだと？妖怪などと私が親しくするわけがない。タンムクキ、あの子に期待させちゃったんだよ。ちゃちゃーっと言って会うだけでいいんだ。頼むよ。タンムクキはいつもこんな調子で誰のことも相手にしない。話しやすい人だと思ってたけど僕だけなのか。英霊さん、陽明師様と会今日は天気がいいな。とっても気持ちいい。散歩に出かけよう。僕についてきて。える？見て、僕のお守り。これを陽明師様に送ったら？ああ、綺麗だね。君の本体だろ。君自身を送るのと同じことだぞ。確かに。じゃあいつになれば会える？実は最近忙しくて。やっぱり会ってくれないんだね。違うよ、会ってくれる。でも本当に忙しいんだ。なんであいつに会いたいの？故郷が襲われたんだ。長老たちと一緒に逃げたんだけど、ここまで来られたのは僕だけでさ。陽明師様は魂の願いを聞いてくれるんだよね。だから助けてほしいんだ。子供なのに苦労してるんだな。この山の環境はどうやら僕に合わない。このままじゃきっと僕も。大丈夫、あいつを説得して絶対に会わせてあげる。ありがとう、英霊さん。数日おとなしく待ってて騒ぎを起こすのよ。タンムクキ、あの子に会うんだ。うるさい、忙しい。お札の方が精霊より大事なのか。故郷が襲われ、あんたの助けが必要なんだ。まさか友達になったのか。ケイカ、妖怪を信じるな。惑わされるぞ。キー様、リン様が庭でお待ちです。ああ、タンムクキ、もう一度聞く。行くのか行かないのか。その子は妖怪だ。何度も同じことを言わせるな。師匠。ああ、キ、座れ。これをどこで知った？霊魂を縛れる伝説の魂縛宿命人。あることに必要なのです。キ、これが禁忌の術と知ってのことか？はい。ですがとても重要なのです。彼の存在に関わります。何が願いを聞くだ、偽善者め。ランラランララン、陽明師様、ランラランララン。ようこそ。まだこの山にいたのか。おとなしく帰ればよかったのに。痛い目に遭いたいのか。陰鉄様に差し出そう。ああれ、石ころは。おい、石ころ、石ころ。変だぞ、どこ行った？私の言葉がわからないのか？
山から失せ陽明市に近づくな。一歩でもこの山に入れば命はないぞ。絶対陽明師様に会うんだ。みんなが僕を待ってる。インテ様、あのエレがまた来ました。やめろ、その子は僕の仲間だ。よう、私の弟子じゃないか。訓練もしないで仲間とつるんで師匠に逆らおうってのか。エレさん、その子を傷つけたら僕が。なんだそう虚勢を張るな。お前の主に代わり雑念を払ってやってる。私に感謝するべきだろう。その子を離せ。まあいいだろう。可愛い弟子からの頼みだ。聞き入れてやるとしよう。何する気だ。話してやるよ。やめろー！いつからお前、これで満足か。赤毛め、ふざけるな。あいつのために師匠を殺す気か。上等だ。懲らしめてやる。様たちが戦ってる。逃げるぞ。お前の自業自得だ。強くなれたと思ったが、まだこれほど差があったか。弟子の分際で師匠に勝てるわけがない。私の英霊によくも手を挙げたな。丹目キなんてことしてくれるんだ。言ったろ、私の英霊を傷つける。耳にタコができるほど聞いたぞ。懲りないやつめ。せっかくだ、見せてもらおう最強霊力者の実力を。丹目鬼、すごい。丸腰で対等に戦ってる。そうだ、石ころ。石ころ、しっかりしろ。エレさん、石ころ、助けてくれてありがとう。今すぐ丹目に合わせてやる。あの光は陽明師様だよね。うん、君に会いに来たんだ。もうすぐあいつに会えるぞ。やっぱり優しい人なんだね。あいつが救ってくれる。僕はもうすぐ死ぬんだ。石から生まれた妖怪は故郷を離れると死ぬんだ。僕たちは陽明師様の力で人の姿になれる。毎年祭祀の時期、司祭様が放つ光が遠くから降り注ぐから、その光を浴び洗礼を受ける。もしかすると故郷はもうなくなって仲間も死んでるかもしれない。でも思い切ってここへ来たのは、この世を去る前に司祭様にお礼を言いたかったんだ。故郷は人間に壊された。だけど司祭様も人間だ。この世には司祭様のような人もいるなら安心して死ねる。だけど会えないのは残念だな。会えるよ、そこにいる。すぐに会えるよ。
タモキ、やっと合わせることができた。石川、石川、例の友達か。あんたに力をもらったからお礼を言うため遠くからわざわざ来たってのに、なんで会ってやらないのさ。ケイか。話したくない。丹目キ奴を守った結果がこれだ。余計なお世話だ。この山ごと潰すぞ。陰鉄様、なぜキーちゃんとやり合うの？叶わないのに。ちょっとした暇つぶしってとこだ。さすがあんたの息子だな、銀。私も銀様が恋しい。ケイか。これはあの子だ。身につけていればいつの日かまた人の姿になれるかもしれない。本当に？その子に邪心がないとは言い切れないから会わなかった。そんな経験を何度もしてきた。石ころを見てたらあること姿が重なったんだ。当時通学路に工事現場があって、いつも男の子が一人で砂遊びをしてた。お前って変だよな。あいつんちはおかしいぞ。やめろ、いじめるな。この子は僕が守る。でもお互いに名前を知る前に僕たちは別れてしまった。だから少しでも石ころの力になってあげたかったんだ。それはいつのことだ？小学生の頃だから10年以上前かな。友達ができたよ。本当によかったわね。その子も霊が見えるって。どうした？いや、わかるか。パクトコネクトがパクトコネクト。英霊と陽明師の魂とパワーの共有だ。丹目キ。おい、またキスする気か？パクトなんちゃらをするなら他の方法にしてくれよ。ああ、だが魂の共有は簡単ではない。驚くなよ。ここは私の魂の海だ。丹目キ。人間の霊は人生で最も輝いていた時の姿になって現れる。僕の知らない丹目キだ。下は何？見るな。お前は見なくていい。私と近いよ、ケイカ。聞きたいことがたくさんあったけど口に出せなかった。知りすぎたら僕たちの関係が変わってしまう気がしたから。警備は厳重で裏山には陽子がいる。どう侵入すればいい？新入りのエレを利用しよう。あいつは弱い。バカ言うな。奴が来て誰一人手出しできなくなったんだぞ。だから家元に直接手を下せばいい。だがどうやって引き離す？英霊と引き離せば倒す方法はいくらでもある。あれを利用してやるのだ。キはいじめなどしてません。お宅の子がちょっかいを出したのでは？失礼ね。その目で見たっての？
危ない。異常なほどの拒絶反応だ。お母さん、輸血で拒絶反応を起こすことをなぜ言わなかったんです？輸血量が少ないから良かったものの、何かあっては責任取れませんよ。私も今初めて知りました。なんてひ弱な子なの？わざと倒れて治療費をせびるつもりなのかしら。気をつけて、絶対払っちゃダメよ。セン、気を連れて引っ越しましょう。はい。あの子だ。身につけていればいつの日かまた人の姿になれるかもしれない。いつになればまた会えるんだろよーけーか？う。パートナーになってくれる約束でしょ？隣のタンモフキに聞かれたらイメージ台無しだぞ。構わない。どうせ好きになってくれないもの。足の指を描いてるこのおばさんはタンモクキのフィアンセだ。妻として認められたくてずっと猫をかぶってる。でも僕に妻の座を奪われたと思い諦めたみたいだ。また瞬殺された。まだ一回も勝てたことがないの。協力するのしないの？お札？あなたが書いたの？あの赤毛からの宿題なんだ。くそ、死んでも宿題する羽目になるとは。なんて下手くそなの？まさに幽霊が書いた文字って感じね。うるさいな。いい？お札っていうのはね、こう書くのよ。おお、君はお札を書くのが得意なんだね。じゃ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 ーん。なんで英語なんだ？これの意味は？ほんとバカね。 G-A-Y ゲイって読むの。あなたは神っていう意味なのよ。昔はヨーロッパでも文字を右から左に書いたの。だから紀元前15世紀頃から G-A-Y はあなたは神っていう意味を表してる。つまり神のご加護のある言葉なの。今はお化けも国際化してるから。丹木家には必要なお札なのよ。西洋のお化けから丹木さんを守らないとね。丹木木は GAY。 確かにあいつは神のような存在だ。だったらたくさん書くよ。これを屋敷中に貼れば西洋のお化けは近づけないからな。いい考えね。あなたは丹木さん思いだわ。バカは例になっても騙されるのね。丹木さんがどうお仕置きするか楽しみだわ。ようケイカ、何を書いてる？見て、あんたのために書いた。ん？どうだ、あんたは西洋のお化けには不慣れだからご神用にたっくさん書いてやったよ。あんたは国内では陽明師で外国ではゲイだ。ふざけるな。二人とも来い。丹木さん待って。行為を無限にしやがって。神になりたくないのか？何様だよ。一緒にショッピングしてくれるの？うん。やったー。これすごく素敵。こっちのも素敵だわ。このバッグもいいわね。意外だよ。あんたもウィンドウショッピングするんだな。おそらく今日が最初で最後だ。彼女の誕生日を一緒に祝えるのは。こっちも素敵だわ。どう
うしよう、全部欲しい。誕生日なんだから奮発して全部買えば。よケイさん、例会だからって覗かないでよ、出てって。なんで誕生日だって知ってるの？丹木木が言ってた。誕生日を覚えててくれたの？ありがとうございました。お会計はまだ。お客様がお買いになるものはすべて丹木様がお支払いに。くそ、金持ちはああやって女を虜にするのか。これ似合う？まあまあだ。これは？あの二人モデルみたい。美男美女だわ。写真撮っちゃおう。3人で歩いてるのにみんなには僕の姿が見えないんだ。そこ行きましょうよ。ねえ、いいでしょ？楽しみ。早く早く。これが実戦だったら死んでるぞ。クソギツネ、不意打ちは卑怯だぞ。それに僕はとっくに死んでる。私の授業を抜け出すとはな。次は魂を散らすぞ。お前の猫パンチなんか痛くないもんね。痛くない？そうさ、痛くも痒くもない。へへ、もう一回殴ってみろ。まさかパクトコネクト？あ、そういうことか。丹木木の魂とパワーを共有したんだ。僕を怒らせるなよ。今の僕は天下無敵だ。ようケイカ、よく聞くんだ。私の弟子として私以外に負けることは許さない。勝てない戦いは避けられなければ逃げろ。絡まれても無視しろ。とにかく自分の身を守れ。ずるいだろ。弱気な教えね。どんな教えだよ。勝てない戦いは逃げろだなんてさ。もう帰る。本気なのか？あいつが虐げられないようにだ。あれは本物のパクトコネクトじゃない。一体何なんだ？いくら体の回復が早くても命は粗末にするな。受けたダメージは元に戻らないんだ。いつの日か耐えられなくなるぞ。お前があいつに手を挙げなければ私に影響はない。私をからかってるのか？あいつ自身が強くなれば今後は何の心配もなくなる。今の話はあいつには言うな。それでもあんたは私のものだ。ケイカ、強くなれ。うちの子はいじめなどしてません。何が妖怪ですか。うちの子は違います。英霊さん、英霊さん。石ころ。何をしてる？石ころの声が聞こえたんだ。姿だって見えた。その意志から霊気は感じられない。それに人の姿になるには数十年はかかる。
本当に見たんだ。嘘じゃない。いつも首から下げて毎日可愛がってるから僕には感じるんだな。いい加減にしろ。あんたって人はいつもこうだ。どんなガリ勉君だって休みは必要よ。家に引きこもってるか学校に勉強しに行くかばっかりで大自然の美しい景色も楽しまないなんてどうかしてるわよあんた。だから石ころを感じられないの。このままだと枯れ木になるわよ。出ていけ。授業中だぞ。せっかくお札を貼ってやったのにお礼を言わないどころか怒るなんてひどすぎる。すみません、大丈夫ですか？あなたうちの学部の子？私は実習生としてこの学校に来ているの。僕が見えるのか？あれ、ペンダントがさっきはあったのに。ペンダント？緑色の四角い石で大事なものなんだ。あれかしら。石の精霊？うん、変だよね。いいえ、おとぎ話によく出てくるでしょ。世間は広いし何が起きても不思議はない。でもその精霊とどんな関係なの？大したことじゃ、ただ昔の知り合いに似てるんだ。でももうずっと会ってない。あの実習生が気に入ったのか？まさかつけてたのか？死んだのにナンパとはな。あんたといたらろくな女の子に出会わない。全員気性が激しい。お姉に凶暴女。やっと僕が見えてまともな女性に出会えた。楽しんで何が悪い？どうせ霊と人間じゃ結ばれないんだ。お前に聞きたいことがある。これはお前の仕業だな。え？うわー！丹目決め、優しくするほどつけ上がりやがって。授業だったの。待った。あら、元気がないわね。平気だよ。ボスに乱暴されてるけど僕は M だし我慢できる。この先生の授業は取らないわ。単位のために出席してるだけよ。なんなのあの先生。今時の学生はひどいな。先生をバカにしてる。いいのよ、私の授業が下手なだけなんだから。誰がそんなこと言ったんだ。僕は好きだ。そうよう経過。授業が始まるぞ。来い。僕は簡単に追い出されないよ。あんたの誘いなんてどうでもいいしね。いつからこの学校で実習をしている？半年くらい前かしら。初めて見た。それは丹目くんの出席率が良くないからよ。話は家で。望むところだ。いやー参った。いいやつだけど変わってるんだ。私は教師に向いてないのかも。そんなことない。向いてると思うよ。学ぶ喜びを教えることが私の夢だった。故郷を離れ必死に勉強して教育大学に入ったの。この実習が終われば教師の資格がもらえる。みんなは都会に残りたがるけど私は違う。故郷に戻るわ。教師が不足してるからね。だから一人前の先生になって子供たちを教えたいの。でも失敗ばかりよ。違う、みんなが分かってないだけだ。信仰を深めればみんなだってちゃんと分かってくれるよ。私とは話したくないと思う。さっきの丹目くんみたいにね。じゃああの難関から攻めよう。これは何だ？あの先生の手作りだ。他人が作ったものは食べない。もっ
あの子はね、人柄が良くて努力家だし、切り盛り上手なのよ。彼女が来たら私の顔を立てて話してみてくれない？きっとお友達になれるから。いいこと？お前は仲人か。見て、来たぞ。待ってたよ。来い。しばらくどこかに隠れていろ。真実をお前に見せてやる。真実？ごめんなさい、遅れちゃった。飲み物を買いに。気をつけてね。ようくん遅いわね。私が生徒と仲良くなれるようあなたを誘ってくれたの。初めて作ってみたから味に自信はないんだけど、丹木くん食べてみない？ああ。どうかしら。おいしい？丹木くん、丹木くん、丹木くん。そんなに霊力が強いんだもの。私にも分けてちょうだい。薬で倒せるとでも両名士になって10年になる。もっと卑怯な妖怪を数多く見てきた。妖怪と見抜きながらなぜこれを食べた？あいつに教えてやるためだ。ようくん。あいつは言葉だけでは信じない。しばらくどこかに隠れていろ。真実をお前に見せてやる。嘘じゃないわ。やりたいことがあるの。故郷の子供たちを救いたい。お願い、信じて。君を信じてた。でも間違ってたよ。丹木木、立てるか？大丈夫だ。何をする？待て。動けば唇を奪うぞ。教員を目指していた教育実習生が事故で死亡。気の毒だな。夢まであと一歩だったのに。もし僕でも無念だよ。お前が手を下すとはな。彼女はあんたをはめたんだ。あんな弱い霊はどうせすぐ消える。私の力を奪おうとお前を利用した彼女を逆に罠にはめるなんて、私は悪いやつだな。普通の人間が金や権力を欲しがるように、悪霊は私の力を狙う。結界の外は危険だ。今思うと昔出会った赤いワンピースの女の子も同じなんだな。丹木木、あんたに近づくのは企みを持つ霊だけか？何の下心も持たない霊は全くいないのか？いるさ、ここにな。いや僕だけじゃない。石ころもそうだ。本当に人の姿になってたんだ。見てて。ケカ、死んだ者が生き返ることは絶対にない。心で渇望してるものが見えてるだけで全て想像に過ぎないんだ。丹木騎と楊経過を数日尾行しましたが、離れるどころか絆を深めています。心配するな、この神竜石人の毒虫に。失敗はない。本当に僕の想像なのか？精霊さん、石ころ。陽明師様は嘘ついてる。僕はここにいるでしょ。
両兄か。何をしてるんだ。二度とうちの子に近づかせないでください。おばさん、あの子はみんなと違って霊が見えるんだ。助けてやってよ。霊が見える？そんなわけないでしょ。あの化け物まだ入院してるらしいぞ。母さんがあのうちはみんな変だって。おばさんも変な人よね。どうしたんだい？すみません。この家の人、留守なの？お隣なら1ヶ月くらい前にどこかへ引っ越したよ。さよならも言えなかった。人は人生で出会いと別れを繰り返す。振り返ってみてもそこにはもう誰もいないんだ。丹木祈祷要経過を数日尾行しましたが、離れるどころか絆を深めています。心配するな。この神竜石人の毒虫に失敗はない。本当に僕の想像なのか。英霊さん、石ころ。陽明師様は嘘ついてる。僕はここにいるでしょ。両兄か。何をしてるんだ。本当にあの子を探してくれるのか。もちろんだよ。あの子を守りたい。もう一人にしないって約束したんだ。僕が目を背けたせいで傷つけてしまった。もう一度チャンスが欲しい。僕がチャンスをあげるよ。両兄か。何をしている。丹木木。今石ころと話してたんだ。見えるだろ。ここにいる。どうしたんだ。石ころ、ほら会いたがってた陽明師だよ。こいつの仕業か。やめろ。何するんだ。行くな。あの石は取りつかれてる。石ころなんていない。お前が見ているのは幻だ。僕が一番英霊さんのこと分かってる。ほらそこにいるじゃないか。両兄か。目を覚ませ。石ころ。目がうつろだ。催眠の術にかかってるのか。これほど強い暗示にかけるには宝具が必要なはずだ。まさか毒虫か。一体誰が、いつの間に。この毒虫はそのものが心の中に抱いている強い願望を見せているだけだ。これほど手の込んだ術になぜ私は気づかなかったんだ。すまないケイカ。丹木木、何する気だ。お前を呪縛から解くためその石を切る。切るってこれは石ころの本体だぞ。まだ聞きたいことが。英霊さん、僕はあの子の居場所を知ってるよ。本当？どこにいるの。あの子はよし。石ころ、石ころ。それにもう少しで居場所が分かったのに、なんでこんなことを。なんでだよ。なんで切ったりしたんだ。なんで僕の邪魔をするんだ。僕はどうしたんだ。いつからだ。心の暴走を抑えられない。ただ一人を守りたいだけなのに、なぜうまくいかないんだ。準備完了だ。今度丹木木が外出するとき、あの英霊は同行しないはず。後のことはお前たちに任せた。おい、どこにいる。お前の目の前だ。目
斜め前右45度だ。おいたいたずいぶん厳重装備だな。合いびきじゃあるまいし。私の髪の色は目立つからだ。ああ行くぞ。さっさと行ってさっさと終わらせる。ああその前にツーショット撮ろうぜ。アイスランドに出張？うん、昨日高速鉄道で行ったわ。1週間も会えないなんて私枯れちゃいそう。じゃあ一緒に行けばよかっただろ。断られたの？連れがいるって言うからてっきりあなただと思ってた。じゃあ誰が一緒に？何も聞いてないぞ。ちぇ、あなた英霊でしょ。毎日彼にべったりだし何でも知ってるんじゃないの？何も聞いてない。きっとわざと言わなかったんだ。一体誰と言ったんだろう。お？噂をすれば影ね。フィアンセを返して欲しけりゃ身代金を払え。ふざけるな！王陽の野郎殴ってやりたい。王陽って誰？風水師よ。今回丹木さんに同行してるって。応用家の占いで健康な人生を。シミそばかすしは電話一本で駆けつけ心温まる治療をしてあげる。イケメンだけどおつむが残念ね。もうこの年なんだから限界があるわよ。奇跡を信じるんだ。諦めるな。年には抗えないのよ。静かにしろ。騒ぐなと言ったはずだぞ。せっかくの旅行なんだしもっとリラックスしろよ。うい。ふざけるな。いい加減にしないと。今回の任務地はここだ。トンネル工事などで地脈が断たれ大規模な地滑りが頻発している。現地政府の手にも負えない。地脈を修復し風水の流れを変えるぞ。あ、わかった。な、そういえば英霊と契約したんだろ。なぜ連れてこない？あいつはこういう仕事には興味がない。今頃ゲームに没頭してる。ゲームだと？オタクと英霊の契約をしたのか？あのバカ、今日は荒れてるな。主に見捨てられてご機嫌斜めなんだろ。やけに張り切ってるな。昨日も夜中まで練習してたし、ご主人様が不在で欲求不満か？なんてざまだ。独り身になった気分はどうだ？陰鉄、わからないんだ。僕とあいつはどうなってるのか。あんたが言ってた生死を共にする感覚を感じたことがない。僕と丹木木は心が通じ合ってないのかも。僕は本当にあいつの英霊なのか時々疑ってしまう。今の話はあいつには言うな。何が不安か知らないが、英霊は主の意志に絶対に背くことはできない。一旦契約を結ぶとそれが魂に刻まれ、何人たりとも引き離すことはできなくなる。今日の授業はここまでだ。復習しておけよ。陰鉄様、さっきのは理想論ですよね。英霊と陽明士の絆は何よりも固い。ただ心が揺らげば脆くなる。なんでそんなに着込むんだ？冷え性か？あの日か？バカめ。寒い寒い。なんでこんなに寒いんだ。早く行くぞ。さっさと終わらせたい。おい待ってくれ。ギュッと抱きしめて温めてくれよ。ターゲットが任務エリアに侵入。明朝、任務を実行します。くれぐれも一般人を巻き込むな。本当にいいんですか？心配するな。陽明士は簡単に死なない。ちょっと傷つけて流血させれば丹木家の者はすぐに動く。そして必ず尻尾を出すさ。入って。あ、ジメイ、木は無事に着いた？はい。ですがホテルとは別の場所に。なんですって？ GPS によると山にいるようです。山？まさか応用家の人間と二人きりで？そうなります。それは変ね。ジメイ兄さん、依頼書を見せてちょうだい。人里から離れた表現で断層が多いわ。それに狼の群れも出没するみたいね。まずい。もし何かあったら。こんなところで悪党に狙われでもしたら。
なぜ手配したホテルに泊まらないの？水道管が破裂し部屋が水浸しになったらしくて、それで。ジミー、すぐ木に電話してそこから離れさせるのよ。なぜ電源を切る？電話が鳴らなきゃぐっすり眠れるからな。返せ。おい、勘弁してくれ。ただでさえホテルに泊まれなくって。こんなボロ宿に泊まるだけでも最悪なのに、明日は朝5時から儀式。俺を寝かせない気なのか。儀式の場所は近い。近いったって起きるのは朝の4時だろ。もう寝る。タンモク、お前の布団を温めといてやろうか。断る。汚い。あの英霊、こんな朝早くから練習に来た。霊は眠らないからな。頑張ってるようだな。練習相手に強い妖怪を連れてきてやる。必要ない。おや、今日はトゲトゲしいな。あんたとの指定ごっこもここまでだ。寒い寒い。一晩でこんなに雪が積もるのか。なんで朝の5時に儀式をやるんだよ。寒いし足場も悪すぎる。9時の列車で帰るから7時にはここを出る。あ？2時間で終わらせるのか？だから早く風の目を見つけろ。まったく、そんなに英霊が心配なら連れてくればよかっただろ。なんだと？いやいや、なんでもない。風の目はあそこだ。本当だな。風水や吉凶占いで応用家の右に出る者はいない。すごいな。さすが陽明師だ。終わった。もう終わり？なあ、タンモク、どうやったんだ？山の気脈の流れが変わった。問題ないなら帰るぞ。道理でお偉いさんたちにも引く手あまたなわけだ。なあ、俺とコンビを組もう。お前がツッコミで俺がボケの夫婦漫才なら天下を取れるぜ。どうした？どういうことだ？なんだあの白い狼の群れは。慌てるな。私の後ろにいろ。狼は。およ。勝手に師弟関係を解消できると思うな。僕に指図するな。あいつが僕を必要としてないなら訓練する意味ない。バカ野郎！このナイフは丹木木の父親からもらったものだ。当時の私は今のお前と同じで何も知らなかった。銀が残した唯一のものだ。丹木木もお前に何か渡しただろう。この紐を絶対に切らないこと。妖怪か、やめろ。今のお前には何が残ってる？サレーリングを外さないこと。それはかつて私がはめていたものだが、銀がその手で外したんだ。このリングは？サレーリングは丹木家に代々伝わる宝具で、この世に一対しかない。粗末に扱うなら私がいただく。
どれだけ私がそれを欲しいと思っているか。体がどうなってるんだ。これは陽明師の召喚の術だ。キーちゃんに何か。私たちはここから出られない。召喚できたのなら少なくともまだ生きてる。誰かに様子を見に行かせます。ダメだ。本当に危険な状況なら秘密にしておいた方がいい。妖怪は信用できないからな。あの英霊が私の教えを忘れなければいいんだが。クラクラする。ここはどこだ。警官。丹木、何があったんだ。ものすごい血の量だぞ。この瞬間、誤解やわだかまりは全て消え去った。プライドや立場なんてどうだっていい。今心にあるのはただ一つ、丹木木を守ること。僕が守らなければこいつを失ってしまう。狼どもめ。警官、すまない。呼ぶつもりはなかった。だが気づいたんだ。お前がいないと私はダメだと。丹木、一緒に帰ろう。てかどうやって帰るんだよ。私の携帯が崖の上にある。それを使い地面さんに電話しろ。危ない。やっと姿を現したな。狼なんか使わずに正々堂々と戦え。まとめて相手になってやる。めっちゃ出てきた。警官、気をつけろ。全員霊能者だ。分かってる。全員まとめて始末してやる。なんなんだ。悪霊か。これほどの数とは。サポートする。ダムキ。そうだ、それでいい。陽明師は人間を傷つけることはできず、あの英霊は実戦の経験が少ない。戦いに不慣れな英霊を悪霊で牽制し、霊力で人間に手出しできない陽明師を抑える。お前たち汚すぎるぞ。こんなんじゃ僕は封じ込められないぞ。僕にデバフなんか通じないんだからな。警官、危ない。後ろだ。なんで卑怯なんだ。警官。だけどな、痛くも痒くもない。タモク、何してくれてるんだ。うっせよこれ。くそ、離せ。邪魔するやつを切り捨てるのみ。くそ、見たか僕の本気を。警官。警官、何を考えている。自分で自分を刺すなんて。僕は実体がないから剣もすり抜けるかなって思ったんだ。これは落月剣だぞ。どうせキス1回で治るんだろう。無理なら2回でもいいぞ。せっかくの見せ場だったんだ。褒めてくれよ。お前というやつは魂が散るのとはわけが違うんだぞ。
してるんだ。これはあんたが毎日書いてた変な字だろう。こういう時に使うものだったんだな。ケイカ、集中しろ。気持ちを強く持つんだ。タモクキ、僕たち以前どこかで。ケイカ。何も起こらない。重要な部分が消えてしまっている。一体何が足りないんだ。まずい。血を失いすぎた。守ってやる。守ってやるからな。必ず守る。今度は僕があんたを守る。魂にまで私を守ろうとする気持ちが。私は陽明士だ。全ての霊能力者の頂点に君臨する。落ち着くんだ。単目機、お前に何ができる。ここどこだ。僕は一体。単目機。目覚めたのね。紳士よ、ここはどこ。単目機は。ここはホテルの一室よ。私もジメイさんと今朝到着したばかりなの。あなたと丹目さんを連れ戻すためにね。丹目さんは無事よ。隣の部屋に。なあ、僕たちを襲った奴らは。あの場にはあなたたちと王陽しかいなかったわ。昨日の夜、丹目さんと連絡が取れないし、変だと思ってすぐに探しに来たの。一歩遅かったけどね。なぜ僕にも声を。その時僕は召喚されてたんだ。彼はあなたに霊力を送ってた。陽明士が英霊のためにそこまでするなんて前代未聞よ。来てくれ、シオ。途中でやめるわけにはいかないんだ。手伝ってくれ、頼む。初めて彼に名前を呼ばれ、初めて彼の手に触れた。手に触れただけで興奮するなんて、キスしたら魂が抜けるかもな。それよりあいつの世話は。ジメイさんが拒否したの。どうして。理由も教えてくれず、問答無用で追い出されたのよ。無事だそうです。ご安心を。そう、よかったわ。陽明士に手を出すとはどこの不届き者かしら。その件は現在調査中です。少しお休みください。タモキ。大丈夫か。どこか痛むところは。記憶は欠けていないか。霊力はどうだ。タモキ、僕なら大丈夫だ。悪かった。拗ねたりして。私が悪いんだ。お前の気持ちも考えず
強引に召喚してしまった。嫌だったろ。ちょっと驚いた。でもあんたの状況に比べたらあんなの大したことない。ケイカ、今私に心霊テレパシーを送ってくれたな。なんだって、うっかり心の声を送っちゃったのか。恥ずかしすぎる。石ころの本体を切ったから許してもらえないかと思ってた。タモキ、大丈夫か？おうよ、こっち来なさい。私のタモクさんが休んでるの。星はなしよ。タモクさんのお世話係をもっと連れてきていいわね。女神様の言う通りにするよ。彼が王よ。ああ、秦使用の幼なじみだ。なるほどね。あんなに仲がいいってことはそれだけの関係じゃないかも。彼女をものにしたくて私に近づいたんだ。じゃあ恋のライバル？いや違う。私たちは相性が悪く、あいつと関わるとろくなことが起こらない。駐車違反で罰金を取られたり、荒野で道に迷ったりとな。じゃあ関わるな。僕がいるだろ。少し休む。当主様、準備が整いました。帰国は今夜にしますか？ああ。もう帰国して大丈夫なのか？少し眠れば問題ない。よう、ケイカ、あなたも来なさい。分かったよ。いつも寝るときに音楽を聴いてるけど、どんだけ好きなんだよ。なあ、タムフキ。もう寝ちゃったのか？証券。証券って誰なんだ？次は私が陽明師に会いに行こう。ですが、それでは正体が。そんなのはとうにバレてる。丹木家の者は皆切れ者だ。すでに調べはついているはず。だが構うことはない。準備は整っているんだ。あと一押しするだけでいい。証券、明日はお前の命日だ。必ずこの手で連れ戻してやる。さっきとは打って変わって帰った途端シャンとしたぞ。当然よ。彼はこの家の当主だもの。堂々としていなくちゃいけない。それに常に狙われているから、少しでも弱さを見せればつけ込まれるわ。だから約束してちょうだい。今後は何があっても彼から離れないと。紳士よ。出かけてくる。お前は来るな。ダメだ。あんたには悪い虫がつきやすいんだ。一人でなんて行かせられるか。好きにしろ。お墓参りだったのか。せっかくだ。自分の墓にお参りしろ。なんでだよ。自分の墓参りなんて変だろ。なんだ、この墓が不満なのか？正直言って今でも死んだって実感がない。金持ちなんだからもっと豪華な墓にしてくれよ。お前は身寄りがないから役所が埋葬したんだ。私は口出しできない。それに今は豪邸に住んでるだろ。そうだけどよくわからないんだ。お墓の中の遺骨とここにいる僕、どっちが本物の妖警官なのか。両方ともだ。肉体は心と魂を宿す器。魂は消滅せず肉体と時間を凌駕する。よりどころのない執念は悪霊となってしまうが、お前をそうはさせない。今の僕があるのは心の拠り所があるからなのか。帰る場所があるってことか。これから私が
お前の家族になる。あの時の言葉はそういう意味だったのか。墓に酒を備えるか。やめとくよ。自分に酒を捧げるなんて縁起が悪そうだ。あんたは誰のお墓参りに来たんだ？ある友人だ。この人？これをくれた人だ。彼の願いを叶えてやりたいんだ。叶えてやれば心置きなく会いに行ける。会えると思ってるのか？お前はあいつに会う資格はない。誰だ？警戒するな。私も証券の墓参りに来た。証券を知ってるのか？知っているとも。お前よりもずっとな。お前よりも長く一緒に暮らしていた。何者なんだ？そんなことはどうでもいい。重要なのは証券が今どこにいるかだ。証券は死にここに埋葬されてる。本当か？あいつの魂を見たのか？一体何の話を？お前に会いたくないから自ら消えたとでも？実は死んでいないと思ったことはないのか？ありえない。この目で見たんだ。私の前で命を落とした。葬儀にも参列した。おう、そうか。うわっ、空っぽだ。そんなことあるわけ？運転中その英霊に刺され死にかけたことがあったろう。まさかあのお嬢さんの念用の儀だけで瀕死の状態から回復できたと思っているのか？頭を使ってよく考えてみろ。お前は賢いんだろ。からくりを見抜けないわけがないよな。それ以上言うとお前を切るぞ。こいつは恐ろしい。おい、タンモッキー、どこ行くんだ？今度現れたら容赦しないからな。キー様、いけません。ジウン様は会議中です。終わるまでお待ちください。お願いします。ジウン様からのご指示なのです。お待ちください。いけません、キー様。当主様、会議中です。証券はどこだ？当主様、証券をどこに隠している？今日の会議はここまで。キー兄さん、どういうつもり？今日は重要な会議だったのよ。教えろ。証券はどこにいる？死人のために騒ぎ立てるの？証券はどこだ？神竜証券はもう死んだ。墓の中は空だった。証券をどこに隠した？何を言ってるの？ジウン、忘れたか？私は気が短い。こんな短目機は久しぶりに見た。分かったわ。ついてきて。約束して何を見ても取り乱さないと。でなければ扉は開けられない。
手を尽くしたけど命を取り留めるのは精一杯だった。なぜだ、なぜこんなことを。彼の血は唯一あなたと適合するからよ。こうしてなければあなたはとっくに死んでいた。私を生かすことがお前たちにとってそんなに大事なのか。そうだよな。私が生きていることは丹木家にとって重要だ。タモキ、葬儀にも参列したんだ。タモキ、体に触るから中に入ろう。丹木、こんな丹木木は初めて見た。神竜条件とは一体何者なんだ。最も忠実な友であり最も冷酷な裏切り者。タモキ、タモキ、なんですって？昏睡状態？はい。医者によると体に異常はなく過度な疲れが原因のようです。あさっては祭祀なのにまったく。あいつの体より祭祀の方が大事なのか。おう警官、交代する時が来たのかも。こうなった以上止めたりしないわよ、ジウン。ただ自分で決めた以上覚悟しておくのよ。なんでおばあさんまで冷たくなったんだ。あんたはこの家にとって一番重要な人だと思ってた。それなのに養命師って何なんだ。使い捨ての道具なのか。そうよ、それが養命師の宿命なの。じゃあなぜあんたは養命師になりたいんだ。地面にさん、やはりただの昏睡状態ではない。無魔に疲れています。無魔？最も辛い記憶は時として強大な負のパワーとなり人を悪夢に陥れ辛い過去を思い起こさせる。永遠に目覚めないこともあるわ。汽船がこんなに、しかも全部真っ黒だ。普通の人間ならこの汽船を切るだけで助かる。これはあの時と同じだ。待って、彼は大勢の願いを背負う養命師よ。汽船の数も普通の人の何千倍もある。あなたに全て切れるの？じゃあどうすればいい？彼の手には赤い印がある。夜道を封印してあるの。その中に入れば彼の魂の記憶がわかる。封印を解けるのは唯一彼の英霊だけよ。夜道へ入り彼を悪夢から救い出せるのはあなただけ。あとは自分でどうにかして。養命師になりたいんだろ。なぜ助けるんだ。私を見くびらないで。丹木木の魂の海へもう一度行くしかない。丹木木の魂の海がこんなに荒れてしまってる。見るな。お前は見なくていい。すまない丹木木。あんたの苦しみの理由を知りたいんだ。あんたを失いたくない。だから
何がどうなっても構わない。檀木碑を守るためにな。あんたのことを放っておけない。司祭様。司祭？あれは檀木木なのか。初めて見る姿だ。名前は？私の名は神龍証券です。ずっとついてくるつもりか。若様を守ることが任務ですから。でも別に何も起きてはいない。では私のことはお気になさらず。神龍証券？神龍家の末裔で医学に精通し、毒の効かない体を持つ、いろんな格闘技をマスターしたやり手のボディーガードなんですってね。それほどでも、ただ若様を守るには十分です。彼のボディーガードなんてやめて、私を守ってちょうだいよ。え？ジーフン。気安く呼ばないで。お嬢様でしょ。お嬢様。まったくよそ者のくせに調子に乗ってんじゃないわよ。なんで私じゃなくてあなたにボディーガードが？あなた私の髪飾りを盗んだでしょ。分かってるのよ。私が？いやね、とぼけないで。あんな安物、うちの使用人は一人として目もくれないわ。あなた以外に誰が盗むっていうの？私じゃない。まあいいわ。数十万程度のものに手を出すとは。母親にろくに物も買ってもらえなかったのね。たく養命士のくせに。そんなに欲しいならあんな髪飾りくらいあなたにくれてやるわよ。私は盗んでいない。母のことを悪く言うな。この私が罪を着せるとでも？本当に違うんだ。私に逆らう気？認めないとまた。若様がみんなに受け入れられていないと聞いてはいましたが、この手を離しなさい。まさかこれほどひどいとは思いませんでした。なんですって？よくも叩いたわね。若様を守るのが私の役目。お許しください。ボディーガードの分際で何をしたか分かってるの？はい、失礼いたしました。手を挙げたことは謝ります。ですがお嬢様もきちんと若様に謝罪をしてください。冗談じゃない。私は本気です。謝罪してください。もういい。女の子をいじめるな。女性だからと特別扱いするのですか？私が手を挙げたのは彼女が過ちを犯したから。私も自分の非は謝りました。過ちに性別は関係ありません。違いますか、若様？探し物ですか？ジウンが苛立ってるのはきっとなくしたのが大事な髪飾りだからだ。よくここで読書してるし、落としたならこの辺りかもと思って。濡れ衣を着せられたのに手助けするんですか？やっぱりあった。ほら、思った通りだ。失礼します。キー様にお願いがございます。ジウンに渡しておいてくれないか？はい。髪飾りを捨てるとは。あいつ怪しいぞ。他人が作ったものは食べてはいけないのに。
なぜ口にしたんです？東園の親戚でどうしても陽明師様に会いたいと。天候に恵まれているのは陽明師様のおかげです。大奥様にお許しをいただき、お礼をお持ちしました。ありがとう。少しなら大丈夫だと思ったんだ。遠くからわざわざ来てくれたし、がっかりさせたくなくて。今後はおやめください。平気だよ。いつものことだからね。少し休めば治る。いつものこと？特殊な人間で変色だと思われたくないんだ。何を言っているんです？体質なのですから。変色などではありません。他の人と比べる必要などありません。卑屈に思うことではないのです。でもそんなことを考えて祭壇に立っていたのですか？誰かの幸せのために自分を犠牲にする価値があるというのですか？犠牲だなんて思ったことはない。みんなの幸せを感じられたら嬉しい。祈りを捧げるとき、私の心も満たされるんだ。みんなの願いを聞き、答えることに私は満足している。だから私は楽しいんだ。そうですか。どうしたんだ？なぜそんな質問を？いえ、別に意味はありません。これからは私が若様の食事と生活を管理します。今日のようなことが二度と起こらないように。初めてだ。誰かに気遣ってもらえたのは。若様をお守りするのが役目ですから。兄さんの言った通りだったよ。彼は生まれながらの陽明師だ。何でもできてすごいな。若様の記憶力に比べたら大したことはありません。私の抜けた髪をどうして燃やすんだ？陽明師の体は神も同然。体から離れたものは焼却するべきなのです。誰かに悪用されないためにも。若様を守ることが私の役目です。証券、なんだか君は似ているんだ。私の母に。お母様に似てる？最初は証券のことをよく知らなかったし、迷惑かけたくないから護衛なんて余計なことだと思ってた。でも今は丹木家に感謝してるんだ。証券がそばにいてくれてよかった。密書を燃やしたわ。神竜証券。丹木木に近づいた目的は何なんだ？若様、当主になりたいですか？え？望むなら若様はその座につけます。私の出る幕はないよ。当主代理がいるし、ジュンだっているだろ。若様にはやりたいことはないのですか？当主になれば自由を手に入れられ、普通の人と同じように暮らして学校にも行ける。外の世界を見たいと思わないのですか？この山から出られるなら
確かにやりたいことはある。でも別にいいんだ。未来の当主はジウンだろうし、私は争いはしたくないんだ。倉庫の管理の問題だろう。うちの店のせいにするな。薬剤はまとめて仕入れてるし、タンモクの本家も同じものを使ってるの。どう考えてもそっちの問題よ。俺たちが薬をすり替えたとでも店の薬を飲んだ人が亡くなったって。本当か？やめなさい。当主代理に調べてもらうわ。それはダメです。薬剤店の責任者は当主代理の叔父です。公正な調査はできません。そういうあんたも大奥様の姪だろう。この家で働く人たちはみんなコネで入ってるものね。若様、何かお気づきなのでは？何か分かったのかい？それは、その薬を飲んだ人たちはみんな悪霊に取りつかれたみたいでした。この屋敷には悪霊がいるということですか？人間の仕業って可能性も。キー様は陽明師ですが、まだ子供です。悪霊の仕業だの人間の仕業だの尻滅裂だ。おだまり。何か根拠があるのかい？帳簿と倉庫の記録を調べればわかるかも。ねえ、聞いた？キー様が大手柄を立てたらしいわ。倉庫の管理人が薬剤を高値で横流ししてたなんて誰も気づかなかったわよね。そうよね。大奥様の指示で今も調査を続けてるらしいわ。不正を働いてた人たちは自業自得ね。初手柄おめでとうございます。どうです？この霊子は 800g あるはずだがわずかに足りない。すり替えられているのかも。ほら、なぜすり替えなんて真似を。もしや元の霊子に何か問題があるのかも。若様、あなたは霊子をすり替えた犯人を知っています。ドアを開けてください。調査を行います。ご協力お願いします。大声を出しよって想像し、何事だ？薬剤横流しの件で大奥様の指示により若様が調査を。夜分にすみません。当主代理に限ってないとは思いますが、念のため調べさせてください。昨べ遅くまで使徒家の者と除霊の件について話してたから疲れてる。帰ってくれ。部屋から霊力の波動が感じられます。まさか薬剤についてた人を呪い殺す悪霊では？バカなことを言うな。私はもう寝るぞ。大事な当主代理の身に何かあっては困ります。失礼します。無礼だぞ。出て行け。これは何だ？触るな。これは霊視積水。起死回生の効果があるという霊薬で何をするつもりですか？数年前当主代理のご子息は重い病を患うも奇跡的に治ったと聞いています。もしや息子の命を救うためにこの霊薬を使っただけだ。そうですか。当主しか触れてはならぬものだぞ。あなたも触れてましたよね、当主代理。ボディーガードの分際で調子に乗るな。処刑。私は平気です。当主しか触れてはいけないんですよね。
弱しきってる。長い間監禁され話もできないのか。当主代理、これはどういうことです？何のことだ？薬を飲んだ人たちと同じ正気を感じる。まさしくその子が悪霊だ。やっと捕らえることができたんだ。おじさん、若様はまだ14歳だが、彼の前ではどんな魂も嘘をつくことはできない。黄泉の鏡だ。左手で時を遡り、右手で再現する。お前に積水という名を授けよう。私は医術に通じているのに、我が子すら救ってやることができないのか。師匠、大丈夫です。僕が救ってあげます。精霊の恩返しとは美談ではあるが。父さん、その子の肉体を薬として売れば多くの命が救われる。人間の欲望はとどまることを知らない。毎日少しずつ切るだけだ。命までは奪わないよ。月日が流れ、あなたは漢方医として名を馳せ、薬を求め遠方からも人が訪れるようになった。薬がある精霊の命を削って作られているとも知らず、霊視は1000年をかけ人の形となり、1万年をかけ魂魄を得る。命を消耗し続けた霊視の精霊は正気を生み、人間に有害な霊に。だからあなたは新しい霊視とすり替えたが、時すでに遅し、もう手遅れだった。もう大丈夫。私はその子の師匠で育ての親でもある。その恩に報いるべきだろう。あなたのご子息を救ったじゃありませんか。当主代理、欲を出しすぎです。この件は大奥様に報告します。その子を連れて行くな。お前は当主ではないだろう。勝手な真似をするな。丹木家の養命士です。私が望みさえすれば当主になれるのです。ですからあなたは所詮代理止まりだ。当主がなんだ。考えが甘いぞ。この屋敷の者は皆そいつを口にした。全員そいつの肉を食べているのだ。お前も例外ではないのだぞ。この屋敷でそいつを口にしていないのは私だけだ。責められる筋合いはない。何も間違ってない。そもそもそいつは薬なのだ。薬を口にして何が悪い。人は生きるためにどれだけの命を奪っているか。偉そうに語りおって大概にしろ。私は10日交換は心得ている。神羅万象は天地の断りに従い循環している。私の力は天地から授かったもので、いずれ天地に帰る。人間が得たものも決して例外ではない。元の場所に戻っていくのだ。とはいえそれが悪事を働く理由にはなり得ない。今その子を連れて行ったら後悔するぞ。近い将来必ず後悔するからな。本当に連れて行っていいのでしょうか。丹木家の者に追われたらどこに隠れても。私がそんなことはさせませんから。なんだい？霊草の印です。それを持って会いに来てくだされば、この子は必ず恩をお返しするでしょう。証券の言っていたことがようやく分かったよ。若様、何がです？私が心に抱いている理想を叶えるためには権力が必要だ。だから私は丹木家の当主になる、そう決めた。若様の願いを叶えるため、この証券、命を懸けて支えます。
今のが丹木機の過去なのか。どの記憶にも神龍証券って人がいた。でも彼は何かがおかしい。悪夢が増えたぞ。どうなってる。力が出ない。丹木機、あんたの悪夢が僕を拒んでいるようだ。でもこんなとこでくたばれない。前に進むぞ。お前は誰なんだ。おい、卑怯だぞ。挨拶くらいしろよ。彼を悪夢から救い出して。お前を倒せば丹木機は目覚めるってことか。丹木機を返してやれ。これもあいつの記憶なのか。それでは誓いよ。どのような人生を歩まれますか。己と天地に恥じぬ人生です。今日から丹木機が丹木家第13代家元となります。その職務を全うしてください。あ、ご当主様。ご当主様。おばさま。当主への就任おめでとう。当主の責任は重大よ。いい？みんなの信頼を裏切るようなことは絶対にしないでちょうだいね。今後は笑顔を控えてください。私は嫌われたくないんだ。若様は当主になったのです。人が良すぎるとまた舐められてしまいます。それは証券の前でもか。何です。私の髪だよ。証券にあげる。いつもそばにいてくれるお礼だ。私の一存であげられるものはこれくらいしかなくて悪いんだけど、もらってくれるか。もちろんです。当主にはそれなりの威厳が必要です。でも丹木家の外では思う存分笑ってください。証券、一緒に帰ろう。乗って。当主様、乗り方を覚えたばかりなんですから。気をつけてくださいね。うまく年齢をごまかしたね。二人一緒のクラスになれた。そのくらいちょろいもんですよ。当主様、学校に通えて嬉しいですか。嬉しいよ。危ない。ごめんごめん。嬉しくてつい。当主様、何かやりたいことは？何でも遠慮なく言ってください。私ができることならね。証券、私を甘やかすな。当主様は私に甘えてるんですか？悪くないです。ある人を見つけたいんだ。誰なんですか？数年前に会った人だよ。今どんな姿かわからないから探すのは難しいかも。難しくても何とかします。だけど証券は忙しいだろ。他でもない当主様の頼みですから。証券は最高だな。
当主様、前を見て。こんなことするの初めてなんだ。痛かったら言ってくれ。優しくするから。当主様、消毒するだけなのに変な言い方やめてください。でも証券は私をかばって怪我したんだ。当主様がご無事ならいいのです。万一怪我をしても私の血があります。でも証券の血を使ったら痛い思いをさせる。安心してください。私がいる限りそんな日が来ることはありません。それよりも教えてください。当主様自身が本当にやりたいことは何ですか？趣味とか興味のあることは？人助けをすることかな。それ以外には？歌うことが好きだ。曲も書いてみたい。そしてみんなに歌ってほしい。証券にもね。はい、やりましょう。本格的に。皆さんありがとうございます。皆さんにお知らせです。僕たちは来週の学園祭に出演します。そこで丹木くんが新曲を発表します。皆さんぜひ来てください。なんてことをしてくれたの。丹木家の当主が公然と顔を晒して歌って踊るなんて何を考えてるの。丹木家の面目は丸つぶれよ。学校へ行かせたのは悪い遊びを覚えさせるためではないわ。証券ボディーガードでしょ。なぜ止めなかったの。彼は悪くない。私が歌いたいと言ったから。黙りなさい。妻子だって似たようなものじゃないか。どうしてよそではダメなんだ。当主にもしていいことと悪いことがあるの。職務は果たしています。まさか当主は趣味すら持ってはいけないんですか。証券、私と一緒に来なさい。証券、ご心配なく。あなたの仕事は養命士を守ることなのよ。出過ぎた振る舞いだとは思わない？当主様の安全も大事ですが、心身の健康も重要ですから、職務の範囲内かと。ふざけないで。養命士の気は天と地とつながっているのです。妻子のためにも健康でないと。あなたの解雇通知よ。今度また出過ぎた真似をしたら、その解雇通知を持って神龍家に戻りなさい。今日って雨が降る予報だったか。ご安心ください。私は神龍家の息子。大奥様も多めに見てくれますよ。開演は3時です。
遅刻厳禁ですよ。そろそろ時間だな。キア。おばあ様、ご用ですか？あなたの考えていることは全てお見通しよ。ここに来た時からずっと見守っているもの。当主になったからには間違いを犯してはならない。どれだけの目が見張っているか。ですがおばあ様、歌うことが好きなだけなのにそんな自由もないのですか？本当の自由なんてないの。地位や権力があれば背負う責任も重くなる。あなたに与えられてる自由には制限があるのよ。わかる？丹木家と神龍家は代々親交があり、正賢は神龍家の期待を背負いここに来たの。それは正賢の解雇通知よ。渡すかどうかは当主の行動次第ね。それから就任の儀で何を誓ったか覚えている？己と天地に恥じぬ人生です。わかりました。今日は私のラストステージにお越しくださりありがとうございます。この曲は私自身のために書きました。私は歌うことが大好きです。最高のステージでした。ありがとうございました。これがプレイヤーに入っている曲。あんたは夢を泣く泣く手放したのか？当主様！正賢、すまなかった。休養ができて知らせる余裕がなかったんだ。怒らないでくれ。代わりに私が歌いました。聞きませんか？どうです？まあまあだ。それだけですか？頑張って練習したんですよ。もっと褒めてくださいよ。ありがとう。すまなかった。私のせいで。正賢がいてくれたらそれでいい。
丹木木は16歳にして過去に例を見ないほどの大手柄を上げ、霊能力者の頂点に立った。彼が新たに決めた規則の効果も著しく、若いながらもこの時代の最も優れた当主と言えよう。大げさだよ。いえ、そう書いてあります。今日はお祝いですし、大勢の方が集まってます。陽明師の誕生日パーティーは交流の場でもあるしね。誕生日おめでとうございます。おお、綺麗だな。当主様の髪を編み込んでいます。え、私があげたものか。これは当主様の命の源です。英霊が必要になった時はこれを渡し契約してください。英霊は必要ない。私には証券がいる。丹木め、覚悟しておけよ。意識を取り戻したら殴ってやるんだからな。当主様、そんなこと言ってたら結婚もできませんよ。構わないよ。嫁氏には結婚の自由もないしね。冗談ですってば。ところで探し人のことですが、家がわかりそうです。本当？でもここ数日は来客が多いから外出できないかも。でしたら手紙を書いてはどうですか？私が届けます。あ、じゃあ来客に挨拶をしてくる。当主様。当主様、書けましたか？職場が分かりました。確認しに行ってきます。これを渡してくれ。はい。少し遠い場所なので帰りは遅くなるかと。うん。気をつけて。はい。ご当主様。どうだった？会えた？ご当主様、お茶を。ありがとう。そこに置いて。連日の来客でお疲れだろうからと大奥様がこのお茶を飲んで英気を養うようにと。おばあ様にお礼を伝えて。どうしたんだ？もしもし、証券どうだった？よかった。なぜか眠いんだ。証券早く戻ってきてくれ。当主様、当主様、どうしました？ご当主様は外出されてませんよ。大奥様はお客様とお寺へ。蘭様たちはお部屋です。当主様！主の姿が見えないからって、なぜここに来るの？ふざけないで。当主の身に何かあったら、あなたの責任よ。当主様を見かけなかったか？当主様は、どこに行ったか教えてくれ！当主様、どこです？どこにいらっしゃるんですか？何やってんだよ！奴らはあの山の上だ！丹木木はそこのオンボロの祭壇に縛り付けられてるんだよ！ああ、もうじれったいな！あの山、かつての祭壇がある。証券が来ました！やっ止めろ！こいつを救えると思うなよ！当主様！茶に毒を持った。永遠に目覚めることはない。毒だと？この方は当主だぞ！そいつのせいで私は落ちぶれたのだ。許せるわけがない。自業自得だろ！真実を暴いただけで間違ったことはしていない！
お前も善人面してるだけだろうが。毒を消せるのは私だけだ。私を殺せるか。調べはついてるぞ。お前の正体は陽明師の。あれほど冷静に人を撃てるなんて。なぜ丹木木の悪夢がこれほど深く絶望に満ちているのか分かったような気がする。あんたのことは口にしないが、その存在が丹木木の人生に影響を与えてる。食事に始まり、いつも聴いている音楽、僕にくれた紐、丹木木そのものにあんたの影がつきまとってる。なんで丹木木はあんたの話をしないんだ。一体あんたはあいつに何をしたんだ。神竜証券。神竜証券。なんてことをしたの。主を守りました。来なさい。よく見なさい。これが主を守った結果よ。大奥様、父をこんな姿にしたあの者に厳罰を与えてください。当主様の命を狙った罰だ。自業自得だろ。濡れ衣だ。我らは妻子を頼んだだけだ。茶に毒を盛り拉致することが。でたらめ言うな。当主様が毒に侵されてるように見えますか。当主様、失礼なことをしてませんよね。気を失ってたからあの時の出来事は。ほらやっぱりあの者が父に怪我を負わせたのです。私たちは丹木家のために祈っていたのに。当主様、大奥様、公正なご判断を。お前も始末すべきだったな。丹木家はじき神竜家に乗っ取られるわね。前当氏の妻の私でさえ顔色を伺わないといけないもの。いつの間に神竜家は我が使徒家を抜いてナンバー2になったの。おっしゃる通りです。なんて生意気なボディーガードなんでしょう。おばあ様、証券が何をしたにしろ全ては私のためなのです。ほう。ではこれは何？証券が送った密書よ。証券の部屋で見つけたの。陽明師の体は神も同然。体から離れたものは焼却するべきなんです。誰かに悪用されないためにも。陽明師の髪を隠し持つとは当主様を呪うつもりか。お前たちと一緒にするな。神竜証券、信用してたから銃の所持と屋敷への出入りを許したのよ。どうやら私には人を見る目がなかったようね。それは。黙っていなさい。キア、そもそも何が問題だったかわかる？あなたが権限を与えすぎたから。彼は丹木家のルールを無視し身勝手な振る舞いを。だから今回の件にはあなたにも責任があるわ。キア、誰かに頼りすぎるとこういう結果になるのよ。おい、証券に何する気だ。当主様、彼は密書を送っただけでなく当主様を裏切ろうとしたのですよ。ありえない。密書の暗号が解ければ全て明らかになります。神竜家の者は何と言ってるんです？処分は任せると裏切り行為に失望してましたよ。裏切りか。何かの間違いだ。証券が裏切るわけがない。当主の私が保証する。当主様、事実です。丹木家に来た目的は当主様を監視すること。それは誰の指示だ？これ以上は言えない。神竜証券、どんな気持ちで丹木家にいたんだ？
丹目清をただ守りたい一心だ。解けそう。解読できた箇所の内容は丹目家や陽明師に関することです。情報漏洩で間違いないでしょう。手紙にナンバリングがされており、年間数十通送られてるかと。数十通。当主になったのに証券を守れない。すみません、ずっと騙し続けて。何か事情があるんだろう。丹目家の誰かが脅してるのか。誰にも脅されてません。本当です。私の任務はあなたを守ることでした。その任務を全うできて誇りに思っています。証券。当主様、タコ揚げの話を覚えていますか？タコ揚げの話。確か人との関係はタコと同じで、糸を強く握ると高く飛べず、緩めすぎると落ちてしまう。空高く飛ぶタコを強く引くと糸が切れて二度と戻ってこない。こんな時に何を言ってるんだよ。当主様、この世のものには終わりがあるのです。でも一つだけ永遠に続くものが命の思想、魂です。魂とは時の果てに存在し、終わりでもあり始まりでもある。いつか当主様もそんな魂に出会うかもしれません。そこは異次元の世界で現在と未来が同時に進行します。この宇宙の全ては時空の流れの通過点に過ぎないのです。証券、何のことだ。当主様、手を出してください。あ、誕生日ですね。本当の誕生日を。ちゃんとしたプレゼントを用意できませんでしたが。ずっと知ってたんだな。丹目家は複雑です。いいですか？人の言葉は信じないように。でも霊魂は違います。やはり英霊を迎えてください。私はもう一緒にいられません。英霊なんかいらない。証券どこにも行かないで。どこにも行けませんよ。誓います。神竜証券は永遠におそばにいます。証券嫌だ。証券を失いたくない。当主様、何を。一緒にここを離れよう。大変です。神竜証券が当主様と逃げました。何ですって。当主様、どこへ行くんです。どこでもいい。ここから離れよう。あなたは陽明師、妻子は。大丈夫だ。地面さんもジュンもいる。何があろうと証券を逃がすんだ。当主様。神竜証券、逃がさないわよ。当主様、それはなりません。ご覧なさい。彼が何年もあなたと丹目家の秘密を漏らしてた動かぬ証拠よ。ずっと外部から指示を受けてた。あなたも彼に操られていたってわけよ。考えてごらんなさい。当主になってから彼が関わっていないことがある？私の誕生日を知ってる。その気になればいつでも私を殺せただろう。証券。
証券。なんでだ、なんでこんなことするんだ。銃を下ろして証券。はい、わかりました。神竜証券、当主に何かしたら生きてここを出られないわよ。証券。やめろ、やめるんだ。当主様、覚えていますか？人を簡単に信用してはいけないと。黄泉の鏡を持っていても、人の心は見抜けません。証券、撃たないで。おい、やめろ、撃つんじゃない。さようなら。証券。証券。しっかり。証券。少し休ませてください。当主様。証券。証券。起きるんだ。死ぬな。死んじゃダメだ。許さないぞ。私に触るな。離してくれ。証券。この触手は檀木木の苦しみを伝えてくると同時に僕の力を吸い取ってる。僕まで飲み込む気か。分かったぞ。あんたがずっと檀木木に取り付いてたのか。あいつは今でも自分があんたを殺したと自分を責めてる。あいつは何年もの間悔やみ苦しみ続けてきたんだ。なんで解放してやらないんだ。封印を解けるのは唯一英霊だけよ。夜道へ入り彼を悪夢から救い出せるのはあなただけ。まずい、このままじゃ僕も飲み込まれる。どうすればこいつを倒せるんだ。当主様、人との関係はタコと同じです。空高く飛ぶタコを強く引くと糸はぷつりと切れて二度と戻ってこない。
丹木木なのか。あ、丹木木。ずっと待っていたのに現れなかった。今になって分かったんだ。彼の魂が会いに来ない理由が。彼は死んだのに丹木家はその体を利用してた。だから会いに来るはずはないし、許すはずもない。あんたのせいじゃないよ。ケイカ言ってたよな。残された人の方が死んだ人より辛いと。その通りだ。あんな別れ方は嫌だ。せめて理由を話してほしい。毎日待ち続けた。でもどんなに待っても彼は現れなかった。あんたには僕がいる。ずっと離れない。僕は待ってるよ、未来で。そう、目覚めたの。経過はどうしてる？キー兄さんの看病。無事でよかった。今回はあの子の大手柄だわ。では明日の採取は？予定通り行うわよ。先日当主様が襲われた件ですが、神竜家が黒幕なのかも。神竜証券を移動させては。有能な英霊に任せておきましょう。私たちはもう迂闊には動けないしね。遅かれ早かれこんな日が来ると思ってたわ。シンシオ、昔から丹木木のことを知ってるんだよね。ええ、そうよ。以前の丹木さんはとても明るかったわ。あの頃の彼が一番輝いてた。私は証券が嫌いよ。彼のせいで丹木さんは変わってしまったから。丹木さんを深く傷つけたのは彼の死ではなく、彼が無責任に全てを終わらせたことよ。まだ子供だった彼がどれだけ自分を追い詰めて今の姿になったと思う。証券のお葬式の時、丹木さんは涙を流さなかったそうよ。そして彼の死から7日後に彼の墓前で髪を切った。命を奪わなかった証券に感謝しろ。お前らの誰か一人でも死ねば黄泉の鏡で真相が明らかになったのだからな。せいぜい頑張って長生きしろ。私より先に死ねばすぐに真相を暴いてやる。自分を守ってくれる人は二度と現れないと思ったのかも。あれから彼は変わっていったわ。彼らは証券を消せば前のように丹木さんを操れると思ったようだけど、思惑は外れた。滑稽よね。史上最強の養命師を操ろうだなんて。丹木さんをあれほど穏やかにできるのは神竜証券しかいないのかも。丹木さんを完璧な世界で包み込んでた。でもその世界が壊れたら誰も丹木さんを導くことはできない。証券は自分が死ぬことで今の丹木さんを作り上げたのね。でも数年経って丹木さんはなぜあなたを英霊に？僕を？あなた昔から丹木さんと面識が？ないけど。あなたが死んでしまうずっと前に私たちの知らない丹木さんと。それは向こうへ。また雨か。明日の採取が順調にいくといいが。宗主様、
準備が整いました。よろしい。すぐに連れ戻してやる。召見。招待状はすべて先週発送を終えており、首都家以外は各家代表が祭祀に参加します。料理は？問題ありません。祭祀終了後すぐに宴を始められます。そう、いいこと。今回の祭祀は重要よ。絶対に失敗は許されないとおばあ様も言ってた。はい。時間ね。陽明氏の様子はどうだ？沐浴と着替えを済ませました。ただ。何なの？どうやらお体の具合が良くないようです。ご当主様、お顔を少し上げてください。ご当主様、祭祀が始まります。お願いです。どうかメイクを。ねえ、一体どうしたのかしら？わからない。朝からこの調子なのよ。丹無茎は昨日の夜一睡もしていない。黙って横になってるだけで、僕が何を言っても何の反応もしなかった。ただ一言だけ。彼はまだ生きてる。まだ証券を思ってるのか。ジン様。私が。下がって。はい。あなたもよ。でも私に任せて。神竜証券は生きてたのよ。どうして沈んだ顔？祭祀の日だっていうのになんてざまなの？こんな無責任な陽明師前代未聞よ。汚らわしいったらないわ。汚らわしい。だったら汚らわしくないお前が行け。いい加減にして。それができるならとっくにやってるわよ。かつて祭祀では人間を生贄にしてたけど、今は陽明師が自分の霊気を神に捧げ、天地の霊気を浄化する。祭祀は一度始まると途中で止めることはできない。丹無茎に何かあったら。大丈夫よ。彼は心得てるわ。今回の祭祀は重要だもの。本当に大丈夫か？当たり前だろう。天下一の風水師俺王陽陽と一夜を共にした男だ。ヘマするわけがない。おうよよ、なぜここにいるの？王陽家の代表として見に来たんだ。神竜家から誰が来るか知ってる？今までと同じようにイクさんじゃないかしら。それが違うのよ。今回神竜家から来たのは大丈夫か？大丈夫です。ちぇ、かっこつけやがって。神竜家の当主が自ら来たの？あいつは神竜家の当主なのか？戦師。
ーちゃんの霊力はやっぱり最高だわ。一度浴びたらしばらく修練は必要ない。インテツ様、何か？霊力の波動が変だ。お前らしくないぞ、単木木。おや、なんだか今日は陽明師の様子がいつもと違いますね。何をおっしゃいます。これもあなたにいろいろとお世話になったからよ。なんだかあいつ変じゃないか？祭祀では山の神が霊力を吸い取る。これまではうまく制御できていたわ。でも今日は。大奥様、助けがいるのでは？いいえ、丹木家の陽明師がこれくらいの祭祀をこなせないはずないわ。丹木木、大丈夫か？自分を過信してたようだ。この祭祀はやり遂げねばならない。だがみんなに今の状況を知られるわけには。経過、頼みがある。30分後に休憩がある。その時私の体を奪え。体を奪う？私に憑依し体を制御するんだ。そんなこと僕にできるのか？お前は私の英霊だ。お前の他に誰ができる？よかった、いつもの丹木木だ。丹木木、今行けば祭祀が中断する。私はフィアンセだし、念用の体質を持つ私にしか救えない。あいつは祭祀の経験が豊富だ。きっと持ちこたえる。大奥様、やはり助けを送りましょう。私はご当主を尊敬しています。彼は自分が丹木木という一人の人間である前に万民のための陽明師だと心得ている。だからこそ彼は立派な陽明師なのです。違いますか？今血を吐いたよな。どうしたのかしら。丹木さん。もう丹木木、大丈夫か？経過、なぜここに？それより教えろ、体を奪う方法を。この状況ではお前に制御は無理だ。早く降りろ。おい、言わないなら強引に霊気を送り込むぞ。経過、何するんだ？動くな。これはあんたの1000倍特許じゃない。足をしっかり。君には俺がいる。ものだ、誰にも渡さない。これは吸い取られていくのを感じる。僕と丹木木の霊力だ。これほど荘厳な力だったのか。そして目の前に広がるのは
全く新しい世界。それはこの星の上で次々と湧き上がる命の力だ。祭祀の成功を祝して乾杯まったく、あなたのせいで丹木さんがあいつに奪われちゃったじゃない。酒を飲むば人も霊も一緒だろう。涙の向こうには花子と花子のツーショッはい、特に問題ありません。おばあ様は部屋でお休みに。見てくるわ。今日はいいものを見させてもらった。英霊ってああやって憑依するんだな。おばあさんと長老はここに来てないね。謝りに行った方がいいんじゃ。謝る？何をだ？怒り心頭みたいだったからさ。大勢が見てる前で祭壇に登り、あんな破廉恥なことをするなど話にならん。檀木家の面目は丸つぶれだ。けどあのままあいつを見殺しにできないだろう。陽明氏が祭壇で死ねるなら名誉なことだ。この人たち正気なのか。祭祀は成功した。何が不満なんだ？決まり事は守らなければならない。その英霊は掟を破った。罰を与える。前に言ったはずだ。私以外はこいつに制裁を加えるな。それを破るのか？何？なんて口の利きからだ。我々は年長者だぞ。大奥様はこれは。木は同種なのよ。何も言うことはない。覚えておけ。またこいつに因縁をつけたらこの檀木木が容赦しない。何？檀木家を裏切る気か？かつてのように私を操れると思うな。お前らは私を必要としてるが、私はお前たちなど必要としていない。今の私は強い。お前を証券の二の舞にはしない。絶対にな。うん。今日は本当に助かった。当主様、お元気ですか？証券の墓前では新竜家の当主と知らず失礼を。いいえ、私の方こそつい感情的になった。お気に障るようなことを口走っていたならお詫びいたします。彼は恩人です。私も彼のことは残念に思っています。ほう、それだけですか、ご当主。ララ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 ラ。ご活躍を祝して乾杯を。気持ちだけいただきます。私は酒を飲まない。おお、忘れてました。体質のことは弟から聞いてます。用心に越したことはありません。証券はいつも配慮してくれました。もう一度証券に会いたくないですか？それはどういう意味です？檀木家の者があいつにしたことは全て知ってます。またあいつを見捨てるのですか？他にも客人が。失礼します。弟はあなたに尽くしてた。なのに名前を聞いただけで逃げるのか？本当は何か考えがあるのでは？おい、言葉に気をつけろ。こいつは人間ができてるから何も言わないけど。やめろ。新竜家の当主だって言うからずっと我慢してたけど、これ以上つまらないことを言えば僕が容赦しないからな。陛下、やめるんだ。用があるので失礼します。檀木。宗主様、
彼は証券のところへ。必ず行く。尾行させろ。証券の居場所が分かったらすぐに連れて帰る。はい。丹木家、どこへ行くんだ？丹木家の過ちを正してくる。僕も行く。来るな。お前には関係ない。なんだ、またお前か。この前会った時は八つ咲きにしてやろうと思ったけど、今日はお前のことをみじん切りにしてやりたい。でも今はその顔を整形してやろうか。私たちは2回以上会ってる。いつのことだ？だが君にその記憶はないはずだ。お前はもう一度力を貸してくれ。あの陣を壊すのだ。証券、許してくれ。もう逃げない。過去の全てを終わらせよう。何するんだ？証券の体はこの世にあってはいけないんだ。私の手で終わらせる。本気か？でも顔に書いてある。こんなことすれば必ず後悔するって。あんたは十分頑張った。一人で抱え込むな。半分僕に分けてよ。僕はそのためにいるんだ。少しの間、私の顔を見るな。分かった。大丈夫か？大丈夫だ。僕に考えがある。考え？あんたの黄泉の鏡を使ってみたら？もしかして事件の真相は違うのかもしれない。ほら、霊視積水の時のように。私の記憶を見たのか？それは昨日あんたを沼から救った時、ついでに。全てを？子供の頃の記憶も見たのか？あんたは子供の頃と随分変わったよな。最初に見た時は女の子かと思ったよ。髪は長いし魅力的で変なスイッチが入りそうだった。これからは僕が守ってあげる。そうか、見たのか。ずっとお前に黙ってて怒ってないか？怒ってなんかない。話さないのは考えがあってのことだろ。だけどずっとあんたについていって強くなれたら、あんたは僕に何でも話してくれるようになる。黄泉の鏡は証券の体を介して開く。二人で同時に触るぞ。3で行くぞ。1、2、3。どうしたんだ？この嫌な予感は。魂魄の陣が破られた。この時を待ちわびたぞ。証券、兄さんと一緒に家に帰ろう。黄泉の鏡は証券の体を介して開く。
人で同時に触るぞ。どうした？何か変だぞ。妙な波動を感じる。これって魂縛の陣が破られた。証券、兄さんと一緒に家に帰ろう。なぜまたここに？ねえ、名前は？私は神竜証券です。証券。私は神竜証券。薬草に精通した由緒ある神竜家に生まれた。兄は私が幼い頃から厳しかったが、それは神竜一族のためだと思っていた。だが兄には将来私が重要な使命を果たすためだと言われた。そして知ったんだ。私はある人を守るために存在しているのだと。父は神竜家の当主で、私は一族で一番末だったからみんなが可愛がってくれた。両親がこの世を去ると兄が当主となった。私はずっと待っていた。兄が言っていた重要な使命が下されるのを。ついにその時がやってきた。成人する前にこの日が来るなんてね。最初はお兄さんの予定が年の近いものと丹木家から要望があったの。兄さんは大人だし子供には好かれないよ。そうね。それに当主だもの。留守にはできない。僕に任せて任務をやり遂げて戻ってくる。今回の任務は簡単に戻っては来られない。あなたが仕える主は丹木家から出られない。片時も離れてはダメよ。時々電話をちょうだい。盗聴されるから電話はするなと兄さんには言われてるよ。雑談なら大丈夫よ。分かった。戻る頃には兄さんと結婚してる？変なこと言わないで。証券、家の鍵だ。持って行きなさい。ここでお前の帰りを待っている。でもこの光景を目にするのはこれが最後となった。私は二度とここへは戻ってこられなかったからだ。丹木家は1000年以上の歴史を持つ名家で、代々陽明酒を輩出している。そして現在の陽明酒はこの世で最も強い霊力を持ち、全ての祭祀を完璧にこなしてきたという。そして私の任務は彼を守ることだった。その伝説の陽明酒は私が想像していたよりもずっと清らかで穏やかで、少しの汚れもなく、まるで精霊のようだった。ねえ、名前は？神竜証券です。あなたの護衛です。この時から彼は私の人生において最も重要な人となった。よくも私のものを盗んでくれたわね。私じゃない。彼は本家筋ではないから不当な扱いを受けることが多かった。とぼけないで、早く返して。私は盗んでなんかいない。何よ。この手を離しなさい。若様を守るためです。お許しください。探し物ですか？ジウンが苛立ってるのはきっとなくしたのが大事な髪飾りだからだ。よくここで読書してるし、落としたならこの辺りかもと思って。濡れ衣を着せられたのに手助けするんですか？あ、やっぱりあった。証券、ほら。失礼します。キー様にお願いがございます。ジウンに渡しておいてくれないか？はい。
若様は純粋すぎる。彼女に渡したら自分が盗んだと認めるようなものだ。渡すなら他の方法を考えなければ。おや、どこの美人が寂しく泣いているかと思ったらお嬢様だったのですね。髪飾りがまだ見つからないのですか？ほっといて。私なら見つけてあげられます。教えてください。彼の護衛のあなたに関係ないでしょ。残念ですね。神竜家は宝探しが得意なのですよ。でもお気に召さないなら失礼します。待って、見つけられなかったら許さないからね。お任せを。ねえ、まだなの？待たせすぎよ。しばしお待ちを。どこが宝探しが得意なのよ。これですか？これよ、よかった。本当に私の護衛にならない？すみません。私が守るのは養命師です。じゃあ私が養命師になったら？養命師になれば私のそばにいてくれるの？おそらく何気ない一言が大きな災いを招こうとはこの時は知る由もなかった。他人が作ったものは食べてはいけないのになぜ口にしたんです？少しなら大丈夫だと思ったんだ。遠くからわざわざ来てくれたし、がっかりさせたくなくて。若様、彼の体は弱々しく触れるだけで壊れてしまいそうだった。こんなか弱い体でどうやってあれほどの重責を背負ってきたのだ。そんなことを考えて祭壇に立ってたのですか？誰かの幸せのために自分を犠牲にする価値があるというのですか？違うよ。犠牲だなんて思ったことはない。みんなの幸せを感じられたら嬉しい。祈りを捧げるとき私も満たされる。みんなの願いを聞き応えることに私は満足している。その時分かった。監視も指導も彼には何の意味もないと。彼の思考は私たちの想像をはるかに超えている。神がなぜ彼に似つかわしくない力を与えたのか分かった気がした。神は彼を信頼し、彼も神から信頼されるに値する。翌日神竜家に最初の密書を送った。ただ一言、彼は生まれながらの養命師だと。彼の体はまだ成長の途中にあったが、すでに消耗し始め、採取の後に飲んでいた薬も毎日飲むようになっていた。採取が終わると霊魂の願いや思いはすべて彼に重くのしかかる。それらを拒否することもできるのだが、彼は決して拒まなかった。若様、何をされてるのですか？祭祀で聞いた願いを書き留めてる。これまでもずっとこんなことを？叶えられることは叶えて、叶えられなかったことは書き留めておいて、いつか必ず。すべての人を幸せにするなど神でも無理なことだ。正家。若様、聞いてください。私が住んでいた山では毎年春になると魚たちが産卵のために川を遡上してきます。熊が冬眠から覚める時期と重なるため、熊たちは魚が跳ね上がると狙いを定め、そしてパクッと食べてしまいます。ごちそうですからね。若様、いいですか？魚は上流まで行きたくて、熊はお腹を満たしたいと思ってる。魚の願いを叶えれば熊は餓死し、逆なら魚は全滅してしまう。すべてを叶える必要はありません。じゃあ、私はどうすればいいんだ？
伝えるのです。彼らの声に耳を傾け、慰め、浄化する。それが、養命士の務めなのです。証券、ありがとう。丹木家に来た2年目に最初の指示を受けた。丹木木を当主にすること。だが、彼は当主には向いていない。しかし任務を果たさねば、私がここへ来た意味は何もなくなってしまう。権力を均衡させるため、各勢力のバランスを保つのだ。神竜家の地位を確保するためにも。倉庫の管理の問題だろう。うちの店のせいにするな。薬剤はまとめて仕入れてるし、本家も同じものを使ってる。どう考えてもそっちの問題よ。まさか俺たちが薬をすり替えたとでも言うのか。店の薬を飲んだ人が亡くなったって。本当か？若様が聡明であることをみんなに知らしめれば任務を完了できる。若様、何かお気づきなのでは？ほう、何か分かったのかい？それは、この件は当主代理が関係しているはず。ここで彼を失脚させれば将来のためにもなり、一挙両得だ。ドアを開けてください。調査を行います。大声を出しよって想像し、何事だ。積水の剣を選んだのは積水と若様の運命が似ているからだ。身を捧げて人を助け、周りから多くを求められるのに、自分が愛する者の理解は得られない。やめろ。当主しか触れてはならぬものだぞ。あなたも触れてましたよね、当主代理。ボディーガードの分際で調子に乗るな。出ていけ。証券。若様の私への優しさを利用した。機会を見つけて強引に背中を押さなければ彼は一歩を踏み出せないからだ。私は養命士です。望みさえすれば当主になれるのです。その通りだ。彼はいずれ万民に敬い慕われるようになる。証券の言う通り、私には権力が必要だ。私が心に抱いている理想を叶えるためにな。だから私は丹木家の当主になる。若様の願いを叶えるため、この証券、命を懸けて支えます。証券、これで喜んでくれる？証券の望む人になれた。この時、何かに打たれたかのような衝撃が私の心に走った。私は忘れていた。彼が養命士であること、魂の願いを叶える養命士なのだ。私が必死になって実現させたのは彼の願いではなく私の願いだったんだ。ずっと彼を守ってると思っていたけど、本当は私が守られていた。彼は見抜いていたんだ。私の瞳の奥にある願いを。この世で私だけは彼に何も求めていない人間だと思っていた。だが私も決して例外ではなかった。突然怖くなった。彼があの舞台に上がると私は遠くから見ているしかない。手を伸ばしても触れることすらできない。当主様、人との関係はタコと同じです。強く握ると高く飛べず、緩めすぎると落ちてしまう。そして空高く飛ぶタコを強く引くと、糸はぷつりと切れて二度と戻ってこない。
ああ、タコ揚げにはコツがいる。兄さんはいろんなことを教えてくれたけど、誰かを慈しむことだけは教えてくれなかったね。収容所があった場所だ。証券が取り壊しをさせたと手紙に書いてあった。宗主様。宗主様、証券様を見つけました。兄さんすまない。兄さんの命令に背いて彼を学校へ連れて行き、同じ年頃の友人を作りバンドを組んだ。これが彼の望みなのか私の望みなのかはもうわからない。でもそんなことはどうだっていい。彼が私のそばで普通の人と同じように笑ってくれればそれでいい。何を考えているの。今度また出過ぎた真似をしたら、この解雇通知を持って新竜家に戻りなさい。あの日は当主様がステージに立つ予定だった。なぜまだ来ない。彼を見に来たのに。雨だって降ってるのに、いつまで待たせる気？もう帰ろう。つまんねえな、せっかく聞きに来たのに。当主様は時間に正確だ。この時間に来ていないということはもう結局誰一人として彼の歌声を聞くことはなかった。でも歌を残しておくことはできる。証券、私の話を聞くだけでいい。答える必要はない。2ヶ月前、3876人が集団焼身自殺し、教祖は大規模布教の罪でその場で抹殺。1ヶ月前には一人の過激主義者が不術師21人を焼き殺した。霊能力者の人を惑わす力は声により拡散されるからだ。単木器のような究極の霊能力者は簡単に人の理性を失わせてしまう。知らなかったのか。忘れるな。声を発するイベントには単木器を決して参加させるな。言い訳は必要ない。でもお前に忠告しておく。観察しろ。陽明師に個人的な感情を抱いてはならない。同じ過ちは二度と犯すな。観察師ってなんだ。私も初めて聞いた。ここか。はい、単木器が入っていきました。戦師。やっと見つけたぞ、証券。大変です。宴の会場にいる者たちに気づかれそうです。何とかして時間を稼いで。いや、見せてやろうではないか。大物たちが集まっているんだ。いい機会だ。権勢を誇る単木家が裏ではどれほど汚いことをしているのかをな。観察師は陽明師に個人的な感情を抱いてはならない。同じ過ちは二度と犯すな。忘れたことはない。私は単木器のボディーガードであると同時に極秘の任務を負っていること。家を出た日の兄の言葉は今でも耳に残っている。全力で単木器を守るのだ。何かあった時彼を救えるのはお前の血だけだ。だが忘れるな。お前の本当の身分は観察師だ。単木器を常に監視し、不穏な動きや
神を欺く行為があれば即刻殺すのだ。神竜家は薬草に精通する名家として丹木家に従属しているように見えるが、その実一族には密かに陽明師の監視が委ねられており、昔から観察師という身分を隠して陽明師に仕えている。歴代の陽明師を補佐し導いてきたのだ。陽明師の力は強大で誰からも敬われている。彼らが人の道から外れ祭祀を乱すことがあってはならない。これまでに観察師の制裁を受けた陽明師は数多く存在する。陽明師の命は短い。だから突然命を落としても怪しまれる可能性は低い。彼らが最も輝いている時に命を奪い汚点を残さないようにしてやるのが神竜家の役目なのだ。丹木家が現在の揺るぎない地位を得られたのは観察師による暗殺のおかげだ。私たちが人知れず彼らの罪や過ちを闇に葬り、丹木家には栄光を、世間には希望を残した。それが彼の本当の身分だったのか。丹木家観察師、私の監視が任務ならなぜあんなことをしたんだ。どうしてだ。丹木家ケイカ、どうした。わからない、急に気分が。誕生日おめでとうございます。彼の重圧を増やしたくなかった。おお、綺麗だな。幼い頃に両親を亡くした彼は親族に優しくしてもらえなかった。当主様の髪を編み込んでいます。え、私があげたものか。これはそのお礼です。当主様、できることならずっとあなたのそばにいたい。でも永遠という言葉ほど儚いものはないのです。永遠？はい、お嬢様は永遠とは何だと思います？待ってて。永遠とは琥珀のようなものよ。時間を封じ込めることね。契約のようなものよ。時間を封じ込める契約のようなもの。例えば結婚とか、ちぎりを交わした男女は永遠に一緒になるでしょ。私は興味ないけど、もしあなたにその気があるなら。私は自分のことで頭がいっぱいで恋心を抱く少女の気持ちには気づかなかった。おそらくこの時から引き返せなくなっていたのかもしれない。陽明師の寿命はたかが十数年。その日が来たらもう彼とは会えない。だから彼に関わる一切のものを残したいと思った。僕の考えが正しければ彼が望む永遠とはきっと。当主様、書けましたか？職場が分かりました。行ってきます。これを渡してくれ。はい、帰りは遅くなるかと。少し遠いので気をつけて。食事は一緒に食べよう。はい、行ってきます。陽明師に個人的な感情を抱いてはならない。でも私は当主様を任務の対象だとは割り切れなくなっていた。兄さん。
あいつは神竜石人。ケイカ、どうしたんだ？ケイカ！使いっ走りになり下がったのか？楊慶華というものは大事な人のようで、他の者には託せないと。収容所はお前が撤去を？当主様が人道に背くと。証券、正直に答えろ。心にあるのは天下のことか、それとも単目機か？彼の命は短い。自由に生きてほしくて。顔を上げて私を見ろ。愚か者め！陽明氏の命は十数年。生きている間は祭祀を行い、時が来たら黙って死ぬだけだ。他のことに気を取られて、職務がおろそかになり、万一祭祀に影響したらどうする？生きたいと願い、祭祀をためらいでもしたら、どうなると思っている？兄さんは当主様を分かってない！当主様は、兄さんが思ってるような人じゃない。お前たち。陽明氏の一挙一動はこの世の存亡に関わる。お前は観察士で部外者だ。個人的な感情を持つな。彼が親友だとて世界の平和に比べたら取るに足らないものだ。確かにその通りだけど、僕には無理です。それをよく見ろ。お前は神竜家の恥だ。全うできぬのなら命を絶て。楊慶華さんにご用ですか？配達のご依頼？いえ、渡したいものが。僕に？請求書じゃないだろうな。当主様に連絡を入れておこう。もしもし、当主様。はい。友達、9月10日に会いたい。なんでその日なんだ？当主様！当主様！ケイカ、この頃のお前と再会してたら、お前だと気づいていたはずだ。当主様と交わした約束を。でも証券の血を使ったら痛い思いをさせる。ご安心を。私がいる限りそんな日は来ません。私は守ることができなかった。おい、奴を止めろ！こいつを救えると思うなよ。どうした？確かに私は善人ではないが毒を消せるのは私だけだ。私を殺せるのか？こいつは取るに足らないが、当主様にとっては脅威だ。それに私の秘密を知っている。生かしてはおけなかった。当主様、お守りすると約束したのに、その約束を果たせませんでした。
私は毒の効かない体で神竜家の訓練を受けている。さらにその血は解毒剤にもなる。当主代理に正体を知られたからには他の人が知るのも時間の問題だった。兄さんのところに解雇通知が届いたならこの家にはもう長くはいられない。正体が暴かれるのを心待ちにしていた。そうすれば当主様の前で楽になれると思ったからだ。あの日最後の密書を送った。丹木木とこの世を守ることは相反することではない。兄さんにもそれが分かってほしかった。彼は穏やかで優しく死を恐れない。この少年の命は花のように儚くも美しい。だから送りたかった、永遠を。神竜証券、なんてことをしたの？主を守りました。大奥様、父をこんな姿にしたあの者に厳罰を与えてください。妻子のことは蘭様や一族全員が知っています。その時分かったんだ。全てが罠だと。父が丹木木を殺してしまったらどうしますか？別にいいわ。構わない。もし神竜証券に見つかったら？好都合だわ。彼を丹木家から追い出せる。そして気づいた。私は当主様の足手まといになっていたんだ。神竜家の者は何と言ってるんです？処分は任せると裏切り行為に失望してましたよ。確かに私は裏切り者だ。神竜家を裏切り当主様をも裏切った。何か事情があるんだろ？丹木家の誰かが脅してるのか？脅されてません。私の意志です。すみません。私は卑怯な人間です。成長したあなたにはもはや私は必要ない。なのにあなたを独占しようとしている。あなたを守ると言いながらすがりついていたのは一緒にここを離れよう。私だったのだ。当主様、どこへ？どこでもいい。ここから離れよう。あなたは陽明師、妻子は大丈夫だ。ジメイさんもジューンもいる。私は証券を逃がすんだ。夜が明けたらあのお兄さんのところへ行こう。きっと助けてくれる。当主様とどこまでも走って行きたかった。証券、行きたいところはある？当主様、あなたは陽明師なのですよ。どこにいようと彼らは必ず見つけ出す。証券、私は。待ちなさい。神竜証券、逃がさないわよ。もう逃げられないわよ。当主様、それはなりません。ご覧なさい。彼が何年もあなたと丹木家の秘密を漏らしてた。動かぬ証拠がここにあるわ。行くぞ。証券、陽明師が逃げたって本当？ずっと外部から指示を受けてた。あなたも彼に操られていたってわけよ。考えてごらんなさい。あなたが当主になってからの彼の行動を。関人さんは激怒してて、あなたたちを殺しに向かおうとしてる。あなたに残された道は一つよ。私の誕生日を知ってる。その気になればいつでも私を殺せただろう。陽明師を今すぐ殺しなさい。ねえ、名前は？誰かに気遣ってもらえたのは初めてだ。証券がそばにいてくれてよかった。証券証券、何かの間違いだ。証券が裏切るわけがない。私が保証する。丹木木を殺せばお手柄よ。
神竜家の者たちもあなたを受け入れるわ。はい、わかりました。そんなはずは。証券。兄さんは私を分かっていなかった。彼はこの世で唯一私が命を懸けて守りたい人なんだ。当主様、覚えていますか？人を信用してはいけないと。黄泉の鏡を持っていても人の心は見抜けません。やめろ！さようなら。これで私は自由になれる。彼だけのものとなり永遠を送ってやれる、そう思っていた。神竜証券は檀木木を裏切ってなかったのか。なんて悲しい真実なんだ。私が逃げようとせず人を傷つけようとしなかったら証券は知らずに済んだんだな。違うよ、これは彼がきっと心に決めてたことなんだ。時間を封じ込める契約のようなもの、魂のちぎり。彼はあんたの英霊になりたかったんだ。だが彼の魂は会いに来なかった。この陣のせいなのか。魂魄の陣。覚えておけ。この術を学べば全霊能力者を敵に回すことになる。かつてこの術は生きた屍を作ってきたのだ。使えば必ず自分の体に跳ね返る。いいな。生きた屍。肉体を腐敗させないために証券の魂を死体に閉じ込めていたのか。誰だ？弟をここに隠してたのか。やっと見つけたぞ。神竜石人。ケイカ、ケイカ、ケイカ。いつも陽明師のそばにいるな。少し離れてもらおう。私の区別となれ。なんでだよ。なんで切ったりしたんじゃ。僕はずっと操られてたのか。ケイカ、どうしたんだ。ケイカ。お前の体に毒虫を埋めた。私のある言葉でボーン。ケイカ、ケイカ、ケイカ。行くぞ。待て。宗師様。どういうことだ。私の霊力が効かない。変ね、近くに誰もいない。おばあ様、おばあ様、
いないわ。おいおいよ。暗黙家の者はそっちの状況はもう限界だ。使えないわね。天下一なんでしょ。どうにかしなさい。君がチューしてくれたらね。バカ。檀木家に何があったの？神竜石人は証券は怪我。あの石を切れば毒虫から解放できると思っていた。だが甘かったようだ。檀木。怪我、お前に言っておかなければならないことか。急いでちょうだい。魂縛の陣が破られた今、魂は長く持たない。はいはい。好き勝手に走り回るとは。この山を神竜家の庭と勘違いしてないか？私の許可なくここから出られると思うなよ。やはり来たな。何？戦師証券と戻れ。宗師様は考えがある。行くぞ。はい。捕らえろ。待て。お前たちは私の大事な駒。私のために働いてもらうぞ。集団催眠の術。手配した車は到着しています。山を降りればすぐに神竜家に向かいます。そう。この山を降りる？帰って結構よ。でも証券は置いていって。そうでないと痛い目に遭うわよ。これを渡した時約束した。任務を終えて戻ってくると。だが戻ってきたのはこの鍵だけだった。見ろ、お前は約束を果たせず、あの者がのうのうと生きている。だから私がお前の無念を晴らしてやる。神竜石人。さすがご当主様。もう犬を連れて追いつくとは。よくも振り回してくれたな。叩き切ってやる。処分を受けろ。証券の兄だ。減刑できるかもしれない。ほう、私のために嘆願を。今だったらまだ取り返しがつく。ご当主様に私を連れ戻す力があるかな。檀木。檀木に何をしたんだ。寛月鏡だ。神竜家の先祖が作った漢実館と同じく陽明師に対する宝具だ。寛月鏡はお前の霊力を吸い取り、漢実館はお前の力を抑える。私に従った方が賢明だ。あの時もそれを。おい赤毛、何をする気だ。これはまさか。役者は揃ったな。
今夜の舞台開演といこうか。丹木家に盾つくつもりはありません。証券を連れて帰りたいのです。お願いします。どうか見逃してください。あなたたちの企みはおばあ様が見抜いてる。ここで引くならあなたたちを見逃してあげてもいいわ。でもなんてずうずうしいの。発端はあなたたちよ。証券は情報を漏洩し丹木家に背いた。丹木家が処罰して当然。何を言おうと無駄のようね。そうよ。証券を置いていきなさい。さもないとあなたたちも帰れない。これはようやく気づいたか。懐かしいだろう。そう、これはあの夜の再現だ。当主様、悔しいか。心が痛むだろう。あの時に戻れたらまたあいつを見殺しにできるかな。あの光景を再現しても何の意味もない。経過は証券じゃない。おお、そうか。経過丹木家のお嬢様がお札を使うとは。あなたを殺さないようにするためよ。どいて。お嬢様、証券のことが好きなのでは。だったら行かせて。証券は私たちにしか救えない。彼を救うあの時彼が命を絶ったのはあなたからの電話のせいでしょ。あれには訳があるんです。信じて。そんなこと信じないわよ。証券、証券。どうしよう。魂が散り始めた。どいて。あなたのせいよ。あなたがいなければ助かってた。どいて。このゴミを呼んでまだ証券を傷つけるつもり。どきなさい。これは。証券、証券。お嬢様、ここはどこです？ここは私の魂の海よ。経過。お前の英霊も所詮他の雑魚と同レベル。私の催眠術には抗えない。神竜石寺、何がしたいんだ。お前にチャンスをやろう。何年もの間悪夢を見てきただろう。そして何度もこう思ったはずだ。あの時自分が死ねばよかった。そうすれば証券は死なずに済んだ。なぜ自分が生きている。証券は私を殺すべきだった。自分が死ぬべきだったと。もし証券が生きていたら。当主様、当主様。自分が生きているのは間違いだとお前自身も分かってるだろう。だからお前のために舞台を整え役者を揃えた。夢を叶えてやるためにな。さあ言うのだ。私を殺すんだ証券とな。証券。
ずいぶん時間が経ち、いろんなことがあったんですね。当主様はお変わりないですか？キー兄さんは元気よ。安心して。ただ魂縛の陣が破られた。あなたの魂が散ってしまう。それを止める方法は一つしかない。これを覚えてる？探してくれた髪飾りよ。まだ4名詞じゃないからサレーリングはあげられない。でもこれを使って一時的に私の英霊になれる。そうすれば魂は散らない。すぐに陽明師になってみせる。そうすれば永遠に一緒にいられるわ。お嬢様はなぜ幼い頃のお姿に？人の霊魂は人生で最も輝いていた時の姿になります。この頃は正家がいたから。お嬢様が持っていてください。お嬢様の宝物ですよね。どうして魂が散っても私の英霊になりたくないの？言ったわよね。私が陽明師になればずっと一緒にいられるって。陽明師になるために私がどれだけ努力してきたか知ってる？どれだけ白い目で見られてきたか。私がしてきたことは全てあなたのためなのよ。すみません。私は私欲のために当主様の英霊になりたいと思い、規則を破り過ちを犯した。私がこれ以上存在し続けることも過ちです。だけど正家、私の時間は止まったのです。でもお嬢様には未来がある。いい人が見つかるはずです。私のことは思い出にしてください。正家、いや！最後に一つお願いがあります。当主様と兄への伝言です。お願いします。当主様、私が思う永遠は私の独りよがりでした。丹木家が当主様にしてきたことと何ら変わりありません。当主様のそばにいる運命の人はまだ未熟かもしれませんが、当主様を裏切ったり一人にはしません。当主様と共に未来へ行けます。ありえない。なぜ？どうやって催眠の術を破った？あんたの術はすごいけど僕には効かない。あいつらがあんたに操られたのは心のどっかで陽明師の力を欲してるからだ。あんたは奴らのその欲望を呼び覚ました。お前も霊だ。奴らと同じだろ。あんたには分からないよ。僕は丹木木に何も望んではいない。だったら一つ教えてやろう。お前が攻撃を受けたり落月剣で腹を刺しても何も感じないのはどうしてだと思う？パクトコネクトはダメージの共有だ。彼はお前と完全なるパクトコネクトを結ばなかった。全てのダメージを彼一人で受けている。これで分かったか？彼を傷つけているのはお前なのだ。話はそれだけか？僕からも教えてやろう。ケイカ、覚えておけ。私はお前を面倒だとも誰かと比べようとも思ったことはない。お前を信頼し契約を結んだ。英霊としてだけでなくお前が必要なんだ。だけど何があろうと
自分を責めるな。全て二人で立ち向かっていこう。分かった。僕と丹木木はとっくに一心同体だ。引き裂こうとしても無駄だ。面白い。かかれ。僕が怪我すればダメージを受けるのは丹木木だ。敵は数が多い上にあの赤毛までいる。赤毛と戦ったら丹木木を守りきれない。くそ。霊力を封じられた陽明師と未熟な英霊、寒月鏡と陰鉄が手中にある限り、お前たちが私に勝つことは不可能だ。何が起こった。この霊力は。神竜の宗主、何かお忘れでは。丹木家の人間は丹木木一人じゃないのよ。幾をどうした。安心して無事よ。ただ証券の魂が散ってショックを受けている。魂が。証券から伝言よ。死んだ人間を生き返らせようとしないでほしい。全て自分が決めたことで他の人は関係ない。目の前の人を大事にするようにと。証券。証券、お前は最後まで甘いのだな。悪霊か。行け。神竜石人、証券を願ってる。あんた自身の人生を生きてほしいと。陽警官、何を言っても無駄よ。主を守りなさい。お嬢様と呼んで。やっぱり叶わないか。玉木。言ったはずだ。私の英霊を傷つけるな。寒月鏡はお前の霊力を吸い取る。無理に使えば反動を受けるのだ。だったら壊してやる。バカめ、身の程を知れ。警官、集団催眠の術のお札を探せ。なんだって。これほど強力な催眠術を維持するにはお札が必要だ。それを探し出し破壊するんだ。でもどこにある。
術を使っている者の体に呪文が刻まれているはずだ。もしかしてあの模様か。おい赤毛、目を覚ませ。丹木木のことが大切なんだろ。丹木木を奪うんじゃないのか。大丈夫か。ここは任せて。あなたは石人を。悪いな。自分で手を下さないのは弱いからなんだな。なぜこれほど必死になる。奴はお前を何とも思っていない。挑発しても無駄だぞ。たとえそうだとしても僕は自分の意志であいつを守ってるんだ。文句あるか。そういえば思い出したぞ。おい丹木木、パクトコネクトを結ぶぞ。本物のな。ダメだ。何を意味するか分かって。うるさい。黙って言うことを聞け。バカな今月今日が。二人の力が寒月鏡の限界を超えるだなんて。本当のパクトコネクトとは互いの運命を共にするちぎり。体に受けるダメージは分散し、パワーは二人の持つ力の何倍にもなる。これは定めなのかもしれない。1000年もの時が経った今、全ての因果が一点に集結した。彼が局面打開の鍵かも。師匠、混爆の術の本ですよね。Q、これから丹木家に行くぞ。あ。神竜石人、お前に勝ち目はない。宗師様。戦師。すみません。証券の魂を守れなくて。遺体は神竜家に運んでいます。でもそれでいい。陽明師を殺す。全て罠なんです。やめてください。この山の至る所にお札が貼られていて、私たちは監視されています。なんだと。そろそろ時間ね。みんなが来るわ。みんな？誰だ？いつの間に。神竜石人、あなたの悪行は全部知ってる。潔く観念しなさい。大奥様、今日は有能な霊能力者が集まっています。ご自分の首を絞めるおつもりなのですか？状況を分かっていないのはあなたたちよ。そうですね。丹木家の裏の顔は大奥様ほどは知りませんが、他の方々よりは把握してるかと。この機会にお伝えしましょう。彼丹木木は混爆の術を使い、神竜証券を2年もの間拘束していました。混爆の術？禁忌の術よ。あれは禁忌の術なのですよ。陽明師が禁忌を犯すとは大きな罪です。そして彼は私の弟を拘束し、血液を採取していました。
これも人道に背く大罪。弟を丹木家に送り出した時、数年後には無事に戻ると信じていました。だが丹木家は汚い手で弟を陥れ、弟は帰らぬ人となったのです。陽明氏は天下万民の幸せを願う者なのに、彼の行いはその職務を全うしていると言えますか？私の弟の命を奪ったのです。あなたの陽明氏への行いは万民の幸せのためだと？これまで神龍家は丹木家と共に世界を救う方法を考えてきた。でもあなたは私利私欲のためにしか動けない。分かってるの。あなたが裏でしてきた数々の悪事を。今陽明氏を殺すのは先人の教えに背くわ。神龍家のご先祖たちに顔向けができるの。大奥様、どうか落ち着いてください。これは監察士の任務のうちです。神龍石人、その言葉を口にするとはどうなるか分かってるわね。お聞きください。我が神龍家に与えられている任務は監察士です。陽明氏が道を踏み外した場合、我々が処刑できるのです。大罪を犯した丹木貴はまさに処刑の対象です。監察士は諸刃の剣、公正であるうちは問題はないけど、その職権を乱用し、婿の陽明氏の命を奪うこともできる。これまで何人もの陽明氏が冤罪で殺された。おばあ様。私の主人も子供も。その証拠は？何の証拠もないのに、監察士を侮辱するのは問題です。あなたはもう監察士ではない。何？戦士、宗主にあれを見せてあげたら？どうした？宗主様、ジウン様からこのような手紙を。お渡しするのは心苦しいですが。そこに書いてある通り、神龍家を監察士の職から解くわ。それは丹木家に送られてきたもの。そちらにも正式な書類が届くはずです。諦めましょう、宗主様。わからん。彼らがこんなことをするはずがない。神龍石人、おかしいと思わなかった？計画がすべて順調にいくなんて。あなたの陰謀などとっくに分かっていたわ。出過ぎた真似をしなければ、こんな事態にはならなかったのに。あなたは、最後の一線を踏み越えてしまった。証拠はあるか、ですって？当然あるわ。何代も前から罪の証拠を集め続け、それらを一つも余すことなく全部、彼らに渡してたのよ。今日までずっと。そして今夜、彼らはあなたたちの悪行をその目でしっかり見たの。見逃してもらえると思う？我ら神龍家は数百年の歴史を誇るのだぞ。こんな紙切れがなんだ。監察士の職を解こうが神龍家の威厳は変わらない。そうなの。神龍家の今日の行いはみんなで拝ませてもらったぜ。陽明氏にも手を下せるとは、俺たちのことは眼中にないわけだ。ああ、来い。応陽家を代表し、神龍一族を追放することを提案します。追放？神家を代表し、提案に賛成します。数百年の映画もどうやらここまでのようね。神龍石人、これもすべて自分たちが招いた結果よ。ふざけるな、お前たち。丹木家に騙されるな。神龍家は職務を全うし、丹木家と共に世界に貢献してきた。私利私欲のために動いたことなどない。言いがかりも甚だしいぞ。神龍石人、職務を全うしていれば解任などありえない。使徒家の次は我が神龍家か。大奥様、よくもはめてくれたな。覚悟しろ。このままで済むと思うな。いつか後悔するぞ。この陽明氏は害でしかない。丹木貴、たとえこの命を落とそうともここでお前を消してやる。宗主様！
あの顔は丹木金に似ている。宗師様、お願いです。やめてください。丹木金、お前を絶対に許さない。違うだろう。あんたが許せないのはあんた自身だ。証券、私はお前を道具として使っていた。お前は私にとって最も大切な存在だと気づいた時には、証券、私は間違っていた。お前が戻ってくるのなら全てを投げ打つ。もう帰れ。証券の遺体は埋葬しろ。見逃すのか。知りたいことは全て分かった。それに彼らの処罰は私の役目ではない。証券、お前の気持ちは分かった。安心してくれ。私は成長した。もういじめられることもない。それに探していた人も見つかった。聞いた？神竜家の人たちが一晩で姿を消したって。嘘でしょ。神竜家には何百人もいるのよ。本当だってば。どこへ行ったかは誰も知らないの。不気味よね。きっとお嬢様は悲しむわ。そうよね。神竜証券を思い続けてるものだから。ねえ見て。あれはお嬢様？もう決めたことなら止めたりしないわ。でも急がなくてもいいんじゃない？これがあの人に弟子入りする最後のチャンスなのです。神竜家は潰れましたし、丹木家に毒虫を扱える者がいないと将来が不安です。丹木家のために懸命に修行します。この家を出たらいろいろと苦労するでしょう。体には気をつけるのよ。吹っ切れたのか？それはどうかしら。まだわからないわ。ただ過去に固執はできない。行こう。送るよ。戻ってくるまで死んじゃダメよ。ジュンは相変わらず気ぐらいが高いな。衝突ばかりのお前たちは仲がいいのか悪いのか全くわからない。今日は本物の魂縛の術の本を届けに。この間お前に偽物を渡した理由を聞かないのか？私のためですよね。そうだ。これは禁忌の術だから、使えば私のように失明するか、さらに大きな代償を払うことに。だったらなぜ渡す気になったのです？可能性にかけたいからだ。そうそう、一つ教えてくれ。お前はなぜあの英霊のためにそこまで必死になれる？霊は皆私の力を欲しがっている。でも彼だけは私が弱っている時に力を分けてくれます。師匠は私が優秀になることを望み、丹木家は立派な陽明士になることを望む。そして証券は私が人の上に立ち強くなることを望んだ。秦師陽は私からの愛を望み、世の人々は私に災難から守ってほしいと望んでいます。両親でさえ私に期待を抱いていました。ですが経過だけは私に何も求めません。完璧な私の様子を見ても心を動かさず、弱っている私を見捨てることはしない。私が私である限り、たとえ何もできなくても何の地位になくても私を責めることはしません。彼は私という人間を大事にしてくれるのです。そんな人間は過去にも未来にも彼しかいません。
当主様、どのような人生を歩まれますか？全力を尽くして職務を全うし、己と天地に恥じぬ人生です。人生は複雑です。一言では言い表せません。それが魂縛の陣？ああ、魂を縛り生きる屍を作れる証券のような。何に使う気だ？未練のない霊は消滅する。あの紐はもうないし、サレーリングにも期限がある。お前をこの世につなぎ止める何かがないと。檀木。お前は悪霊となってしまう。檀木木。あるさ。未練ならある。檀木木。あんたが僕をつなぎ止める絆だ。あんたがいる限り僕は消えたりしない。英霊契約の書類に書いてあっただろ。あ、そうだ。あんたにプレゼントがある。目を閉じて。だがケイカ、お前には私が死んだ後でも存在し続けてほしいんだ。よし、いいぞ。目を開けて。檀木木、誕生日おめでとう。当主様、誕生日ですね。本当の誕生日は誰も知らないから、こっそりケーキの作り方を勉強したんだ。大丈夫、誰にも見られてない。ろうそくもあるぞ。ほら、檀木木、18歳の誕生日おめでとう。ありがとう。食べてみて。甘すぎる。どれだけ砂糖を入れた？あれ、あんた甘いものが好きだろ？程度ってものがあるだろう。はい、よう経過が来たら修行中だから人とは会わないと言え。彼は人ではありません。霊にも妖怪にも犬にも猫にもとにかく会わないったら会わない。陰鉄様、落ち着いてください。あの時は催眠術にかけられてたし、陰鉄様は何十年も我慢してたので仕方ありません。なぜ妖怪家は術にかからない？こんなことであいつに負けるとは。英霊なのに陽明師に対して何の欲もないとは。私は所詮妖怪ということか。結界に開けた通路を塞げ。その日が来るまで檀木木には会わない。こっちの結界は大丈夫です。こっちもです。よし、宗主様の命により下界への道を塞ぎ、全ての者の外出を禁止する。誰も外へ出すな。はい。なあ、宗主様は毒虫で証券様を治すらしい。何年も前に死んでるのに治せるのか？新竜家に代々伝わる飛躍だ。宗主様だったらきっと治せる。でも実の弟に毒虫を使うとはやりすぎじゃないか。毒虫は脳神経を修復できる。証券様を治すにはそれしか方法がないんだろう。宗主様の唯一の肉親だもんな。証券おかえり。